前は以前とは変わったようだな。何を聞きたいんだ？何でも答えるよ。今の私を前にして後悔しているか？何を後悔するんだ？お前がボロクツのように捨てた古事記が、狂人が実は高貴な皇族の血筋でお前には手の届かぬ存在だったこと後悔はないのか？君の話し方、どうしてそんなに色整然としてるんだ？もう正気に戻ったのか？俺は君を救うためにな、殺されかけたこともあったわ。それなのにあなたは私をアレテラに置き去りにした。私の生死も顧みずにね。そんなことはしていない。もし母上が私を見つけ出していなければ、私は今頃とっくに死んでいたわ。そして今、私の身分が尊いと知るや否や、恥知らずにも私に取り入ろうとして、挙句の果てに姉やかとまで呼ぶなんて。以前は私のことをバカや教女と呼び、うっせろとさえ言ったくせに、一度だって姉やがと呼んだことなどなかったわ。それどころか、私を利用して官職に就こうとするなんて、正気の沙汰とは思えないわね。天よ、前世の現代では一生を全うし、悔いなどなかったのに、それなのに、死ぬ間際に、この大張国へ転生させ、古事記にするなんて、一体何を考えてるんだ？お兄ちゃん、私の饅頭を奪う気なの？話せ。どういうこと？お兄ちゃん、欲しいなら言ってくれれば、あげるのに。話してよ。饅頭をくれるって言うから、あげるんだよ。弟をいじめないで。また弟をいじめたら、次は噛み殺してやるから。弟くん。お前には関係ない。弟くん、食べて。もう1年だ。俺の行く先外についてきて、18回も撒いたのに、18魔界とも見つけ出しやがって、ナビでもついてるのかよ。ずっと弟と一緒にいたい。絶対にはなれないよ。いいか、よく見ろ。もう一度言うぞ。俺は、お前の弟じゃない。聞こえたか？二度と付きまとうな。やだ、あなたは私の弟よ。絶対にそうなの？頭がおかしいのか。正気じゃないな。よく見てろ。これからは、俺たちの中は、この饅頭と同じ、半分子だ。別々の道を行くんだ。もう構わないでくれ。饅頭なんていらない。弟がいいの。私の弟がいい。弟がいい。もう行かないから。いいか？行かないよ。参ったよ。ほら、半分子だ。汚い小じきめ。命が惜しければ、鉱山へ行って働け。もうすぐ1年になる。弱雪の消息はまだわからぬのか？申し上げます。兵元、大張の九州を探し尽くしましたが、参考主の名前が、配膳不明です。思うに。黙れ。母上、お怒りを慎めてください。兵元、沖を沈めて。あの日、小四と弱雪が、密かに宮殿を抜け出した時、まさか、小四が溺死するとは、弱雪はその事実を受け入れられず、何度も宮殿を抜け出しては、小四を探し歩いた。考えてもみよ。あのような散れ者が、一人宮廷の外を奉公医。どれほど苦労していることか。兵元、直ちに再捜索して参ります。母上、
三妹は天に守られています。必ず戻ってまいります。さようにございます。今の急務は、北縁の30万の大軍が、すでに、南本市、我が大張の国境に達しました。北縁は幾度となく、我が辺境を犯しております。大張に戦う勇気がないと、本気で侮っているのか。平本、今は田難直り、老臣をそれながら申し上げます。平本にご忠告申し上げたく、諸君の剣をご一行ください。採掘だとこの時代。10人が採掘に行けば、8人は死ぬんだぞ。勘弁してくれ。連れて行け。やめてくれ。相談だ。話し合おうじゃないか。弟を話して。弟怖がらないで。姉ちゃんが助けるから。どけ。何をする？この女は連れて行かないのか？こいつを連れて行っても飯の無駄だ。まったくだ。ほら、池井くんだ。弟を話して。この女はバカなんです。どうか、相手にしないでやってください。どけ。バカめ。このバカ。バカが、トロイ集め。弟怖がらないで。姉ちゃんが守ってあげる。どうしてそんなにバカなんだよ。死んじまったか。死んでも自業自得だ。ついてこい。力ずくで連れて行かれたいか。バカが、このバカめ。私の弟を見ませんでしたか？弟よ。負けた分を全部取り戻してやる。問題は種銭をどこで工面するかだ。私の弟を見ませんでしたか？いや、見てないな。お嬢ちゃん、この女汚れちゃいるが、なかなかのべっぴんじゃないか。あの髪飾り。結構なね。内もんだぜ。弟がどこにいるか知ってるぞ。本当に？あっちだよ。連れてってやろうか。うん、お願い。こいつは極上だぜ。かわいいお嬢ちゃん、こっちへ来い。話して、弟。弟を探してるの？老気。弟。怖がらないで。助けに来たよ。弟。ほら、口を開けて。ごめんね。弟。私を一人にしないで。すごく怖かったの。バカだな。弟怖がらないで姉ちゃんが助けるから。姉上、もう、どこへも行かないよ。どうして側にいてくれないの？行かないでほしいの？一緒にいてくれる？ああ、もう行かない。二度と離れないと。誓うよ。この世界で、俺のことを案じてくれるのは、お前のような、お人講師だけだな。これからは、俺がお前を守ってやる。じゃあお姉ちゃんと約束して、ずっとお姉ちゃんと、一生一緒にいてくれる？いいよ。一生ずっと一緒だ。すごく寒いの。寒いわ。弟くん、眠たいの。まずい。重傷を負った後の発熱だ。薬を飲ませないと、さもないと命に関わる。寝ちゃダメだ。目を開けて。このはした巾着釣りは買えない。外に出て、柵を狙ねば、ここで待ってて。すぐ戻るから。いいね。私を一人にしないで。置いて行ったりしない。すぐに戻ってくるから。すぐだ。すぐ戻る。行かないで。行かないで。行かないで。言ったじゃない。置いていかないって。どうして、やっぱり私を置いていくのね。
店主、この処方箋通りに薬を2剤出してくれ。お客さん、この書き付けの薬剤は、どれも一級品で高価ですよ。2、300両はもとらない代物だ。うちはつけじゃ売らねえよ。金は持ってるのか？ 2、300両か。わかった。先に用意しろ。金はすぐに持ってくる。金か。皆の衆、今年もやってきたぞ。国子館の出題日だ。1問正解すれば、賞金100両。さらに得られるのは、国子館の入学試験資格だ。2トン正解した者は、賞金に100両。しかも試験免除で、国子館への入学が許される。大博士に伺いたい。もし3問正解したら、3問だと、1問正解する者でさえ、ほんのわずかだ。3問すべて解く者など、未だかつておらぬ。祭司様には家ついたします。3問連続で正解した者は、賞金100両に加え、さらに、この私が、兵元に推挙し、管理として投与させよう。稼げるチャンスだ。我が娘よ。一体どこへ消えたのだ？お前が失踪した隙に、外敵は虎視眈々と狙い、腹違いの2人の兄たちも、すでに勢力を伸ばし、好意を伺っている。大臣と桃元、心を抱く者ばかり。お前が戻らねば、もう持ちこたえられません。兵元。慌てふためいて、何事だ？兵元、申し上げます。参考主様を見つけました。どこにいる？私の娘よ。私の娘よ。この1年、どこにいたのです？なぜこんな姿に？兵元にご報告いたします。ある荒れ寺で、参考主様を発見しました。高熱を出されており、重傷を負っておられました。兵元、三度の元の容体は安定しております。命に別状はございません。いつでもお目覚めになるでしょう。兵元、おめでとうございます。愛娘を取り戻されました。どこのドイツだ？陳の娘を傷つけるとは。調べろ。徹底的に調べるのだ。調べがつきました。三度の元、ガルローされていた愛が、ずっとなんだ？ある男の流民と行動を共にしていました。それがしと考えます。奴こそが、元凶であると。見当がついているなら、なぜ捕らえてこぬ？すでに命じました。全城を挙げて、捜索仲ゆえ、すぐに捕らえられるかと。その畜生を捕らえた暁には、千切りにしてくれる？領地の刑に処し、首をはねて、城壁にさらしてやるわ。最終大人、第1問をお願いいたします。よかろう。では、第1問を出す。私は先日知ったのだ。この都の中に、少なくとも2人は、頭の髪の毛の本数が全く同じものがいると。そこで問う。私はどうやってそれを知ったのか。これは、皆の者、一の間、考える時間を与えよう。最小とな、私も知りたいです。どうやって都の中で、2人の神の本数が同じだとわかるのですか？人の髪の数など、千差万別。しかも、これほど膨大なのに、見つけられるはずがありません。本数が同じ2人など。なんだ。これほど簡単だったとは、わかりました。新考古がわかったと、ならばなぜ答えん？焦ることはない。まずは他の者の答えを聞いてから、私の持論を証明しよう。わかりました。間違いなく妻子大人が、大勢の人を集め、一本一本数えた上で、確信されたのでしょう。大勢の人を使い、一本一本数えるとはな。この私を暇だと思っているのか。まさか、同じ年、同じ日に、生まれた、双子の兄弟を見つけたとか、ありえぬ。たとえ双子であっても、神の、本数が同じとは限らない。新考古、どうやら、あなたの回答を待つしかなさそうだ。そのつもりです。わかった。わかったぞ。答えはわかった。どこから来た？この小じきめ。ここをどこだと思っている？たかが卑しい小じきの分際で、回答しよう、などと、さっさと失せろ。小じきは、回答してはならないという、決まりでもあるのですか？それはないが。この子にたない小じき、妙に自信満々だな。新考古、彼に、
手柄を横取りされてもいいのですか？笑わせるな。古事記ごときに解けるはずがなかろう。どのみち、まだ時間はあります。恥をかかせてやればいい。答えは、極めて単純です。神の本数が、同じ二人を見つけたいなら、それなら一度、流民町へ行ってみるといい。あそこの流民は、頭にシラミが湧き、ひどく苦しんでいる。だから彼らの神は、短ければ短いほどいい。その結果、多くの者が、坊主勢だ。つまり、神の本数が同じ二人を探すなど、造作もないことだ。なるほど。坊主頭か。そうだ。坊主頭同士なら、本数はゼロ。これなら確実に同じだ。そういうことか。新高校、あなたの答えと同じでしたか？先を越されてしまったな。だが構わぬ。穴田に大残っている。正解だ。褒美を取らせよ。時間を無駄にするな。早く第二の問いを出せ。第二の問いに答えなければ、薬を買うための金が足りないのだ。第二の問いにも挑むというのか。ある決まりを知っているか。どんな決まりだ？正解者が次の問いに挑む場合、正解すれば、賞金は倍になるが、もし間違えれば、それまでの賞金は、すべて没収となるのだぞ。古事記が金を稼ぐのは容易ではない。今のうちに賞金を持って、服でも新調し、腹いっぱい食うことだ。余計なお世話だ。問いを出せ。貴様、忠告を聞かぬ者に救いはないな。後で答えられなくなっても知らんぞ。負けて賞金を売っても、泣き言はなしだぞ。よかろう。たかが一回の古事記が、これほどの危害を見せるとは、実に見事だ。皆の者は、これより、第二の代を出す。霊老家に、すももという裕福な以外がいた。彼には二人の息子がおる。名を太郎と次郎という。兄弟は共に馬術に長けていた。太郎の馬は、東行。次郎の馬は追月といい、いずれも速さで知られる名馬であった。時は流れ、すもも以外も高齢となり、後継者を決めるため、兄弟を競馬場へ連れて行った。太郎、次郎、お前たちは馬に乗り、馬場を一周してこい。ただし、先についた馬を負けとし、後についた方の馬を勝ちとする。勝った者が家徳を継ぎ、負けた者は糞家として出す。早く走れば負けだと？それじゃ、遅さを強栄というのか。そんなの、どうやって勝つんだ？試合が始まっても、兄弟は、己の馬を押したまま、その場に止まり、ちょっとたりとも進もうとしない。相手に先を越されるのが怖いのだ。そうして午前が過ぎても、兄弟二人は、未だ出発すらしていない。半日どころか、一生かけたところで、勝負はつかぬだろう。そこで問題だ。このような状況で、いかなる方法を用いれば、この兄弟二人に、速やかに勝敗を決めさせられる。皆の者、熟考して答えよ。これは、新高校、何かお考えは？これは少々難題ですな。しばし考えさせてください。簡単だ。答えはわかってる。簡単だよ。知ってるぞ。お前か？本当か？ああ、本当だ。若者よ、忠告しておくが、よく考えてから答えるのだぞ。もし間違えれば、全問の賞金も没収することになる。妻主様、二のほど知らずの男です。答えさせてやりましょう。私も知りたいのです。一体どうすれば勝敗がつくのか。この太郎と次郎の二人が勝負を決めるのは極めて簡単だ。太郎は東行に乗り、次郎は追月に乗っている。決着をつけたいのなら、ただ互いの馬を交換すればいい。太郎に次郎の追月を乗らせるのだ。次郎には太郎の東行を乗らせろ。これで勝敗が決まる。そういうことか。若者よ、実に見事だ。また正解したな。なぜ正解なのだ？馬を入れ替えただけではないか。答えがわかりました。進路のルールは自分の馬が先にゴールした方が負けだ。二人が馬を交換すれば全力の速さでゴールへ向かうはずです。やるな、小汚いもの。ごいい目。そのまま入学してよいぞ。国語館で学ぶのだ。将来の夏季合格も約束されたも同然だ。実に見事だ。褒美を取らせよ。若者よ、国語館への入学資格を得たのだぞ。またとない好機だ。待て。急いで行くことはない。興味ない。この男。聡明な男だ。思考も明晰。父上の灰元に加えれば必ずや重宝するはずだ。戻ったぞ。薬を買ってきた。
戻ったぞ。どこだ？どこにいる？弱雪。どこへ行ったんだ？出てこいよ。今日貸さないでくれ。俺が悪かった。悪かったから、早く出てきてくれ。約束しただろ。ずっとそばにいるって。俺が悪かった。頼むから、出てきてくれよ。あいつだ。行け。御意。ようやく見つけたぞ。殺せ。母上、もう何日も不眠不休でいらっしゃいます。一度お戻りになって、お休みください。ここはタイト救助が控えております。もしご不安でしたら、私と弟でさん、妹を見守ります。さようです。母上、お体に触ります。政務も山積しておりますゆえ、万が一お倒れにでもなれば、国はどうなるのですか？弱雪を失って丸1年が経った。一国たりとも離れたくないのだ。弟くん。行かないで。行かないで。置いていかないで。娘よ。我が娘よ。目が覚めたのね。やっと起きてくれた。どれほど必死に探したことか。母上。私は、戻りました。戻ったのか。戻ったのだな。もう二度と逃げないでちょうだい。小4は見つからないわ。あの子は、もう外にはいないの。よかった。丸妹がついに正気に戻った。ええ。天のご加護です。もう二度と逃げたりしません。娘よ。お前、母上。弟が亡くなったことは知っています。どこを探しても、もういないのだと。お前の意識は、はっきりとしています。これまでに起きたことも、すべて覚えています。母上、もう、愚かではありません。治ったのだな。ついに正気に戻ったのだな。本当によかった。卒剣、蘇長、お前たち2人、直ちに天元に布告せよ。陳の娘が戻ったとな。陳は今日、蘇弱雪を小帝に封じ、我が大張の勅訓とする。お前たち、耳が聞こえぬのか？陳の言葉が理解できぬのか？承知いたしました、母上。母上、なぜ私に位を譲られるのですか？お前に譲らずして、卒剣や蘇長に譲れというのか。お前こそが、陳の嫡出の娘なのだ。ですが、私は女子です。陳も女子だ。それに、お前の死弟は、卒剣と蘇長に殺された可能性が高い。陳がまだあやつらを抑え込んでいられるうちに、一刻も早く、お前の勢力を世を追わねばならぬ。そうすれば、あと、あやつらと対等に渡り合えよう。文武百官に対してもな。わかりました。弱雪。目覚めたばかりのお前に、複雑な調停を任せるのは酷だとわかっている。戸惑うこともあるだろう。お前は私の唯一の肉親で、唯一信頼できる人間なのだ。私は一国の君主ではあるが、私もお前に頼りたいのだ。わかっております。決して、お見捨てはいたしません。娘よ、安心しなさい。すでに将来に、お前をたぶらかした無頼感を負わせている。時期にそのものの、首が届くはずだ。私をたぶらかした無頼感。お前をずっと、手元に置いて操っていた男だ。怖がらないで、助けに来たんだ。
じゃあ、私に約束して、ずっと私と、一生一緒にいるって、いいわね。娘よ。娘よ。どうしたの？あのならず者に、深く傷つけられたのですか？その男のことを思い出しただけで、これほど頭が痛むのですね。大丈夫。怖がらないで。もう帰ってきたのですよ。母がついています。母がここにいます。母上。いいえ、母上。彼を傷つけないでください。決して殺してはなりません。なぜだ？行方不明になったばかりの頃、危うく難に遭うところを、彼が救ってくれたのです。それに、私が自ら彼についていきました。彼は私を利用したことも、決して傷つけたこともありません。ただ、何度も私を置き去りにしようとしただけ。やれやれ、あの米。急いで将蘭を探し出せ。必ずやあの男を生かしておかねばならぬ。なぜ叫ぬ？生きていても、もう意味がないからです。見たことがない。これほど淡々と死を迎え入れる者は、ただの流民が、これほどの胆力を持っているとはな。知りたくはないのか。なぜお前を殺すのかを。興味ありません。早くやってくれ。興味がないと言っても、せめて死ぬ理由は、教えてやろう。お前は参考。主殿元を傷つけギータ。兵元の命により、この場で処刑する。兵元直々のお沙汰だ。派手な死に様で本望だろう。参考手だと三度の元、兵元が、俺を殺す？何の話だ？どうした？死をも恐れぬ者が、今更城を切るつもりか。こいつを拘束しろ。1000回切り刻んだ後、首を跳ねてやる。頼む。殺すなら殺せばいい。だが納得させてくれ。三度の元だの、王女だの。そんな奴は一人も知らん。傷つけるわけがないだろう。知らぬだと？もし知っていたら、どれほど度胸があろうとも、どの元を傷つける勇気などあるまい。人違いをしているんじゃないか？確かに死にたいとは思っている。だが、他人の芯代わりで、死ぬのはごめんな。殺すなら俺として殺せ。納得して死なせてくれ。先ほどまでの清さはどうした？なんだ？おじけづいたか？やれ。待て。父上、彼が私の言っていた若者です。蘭越、また何の用だ？我ら、アンマモルの職務中だぞ。大使を通す必要はありません。ご存知でしょう。アンマモルのやることに、確かに、本館を通す必要はない。だが、これを見てしまった以上、しておくわけにはいかん。彼はただの流民だ。なぜ死刑に処す必要がある？もしお教えしましょう。これは、兵元の静止だと、いかがなさいますか？一体、彼は何をしたのだ？兵元が自ら手を戻されるとは。兵元の生死とあらば、何か証拠はあるのか？彼に何の罪があるというのだ？兵元が有罪だと仰せなら、彼は有罪なのです。それなら致し方ない。すまないな。証拠時期を救ってやることはできん。そのお気持ちだけで10分だ。どの道、もう10分生きた。行きましょう、父上。推し高校。命は助けてやる。どうやら、死なずに済んだようだな。連れて行け。行け。あの男は一体何者なのだ？兵元が処刑すると言ったかと思えば、今度は推し高校を使い、直々に命を助けに来るとは。私にもわかりません、父上。しかし、実に謎の多い男です。あの女王は、実に強引だ。大王子と二王子は、あの行為をめぐって、虎視眈々と狙っておる。士族門閥もうごめき始めておる。近い将来、大張りの政局は、血の雨が降るに違いない。娘よ、お前が男であったなら。弟くん、食べて。お食べ。一人一つずつ、一人一つずつ。どうした？ほら、水を飲め。ぺっ、大丈夫か？そんな風に食べちゃダメだ。やはり、売って初めて大切さに気づくものか。すまない。誰に謝っているんだ？俺は、すまない。おバカさん。
やはり兄上はすごいですな。また私の負けだ。私がどれほど凄かろうと、あの者にはかなわぬ。1年モルローしていたマイ妹にはな。彼女は特別だ。なんと言っても母公のみの娘なのだから。我ら2人は諦めることだ。すべては父公が無能だったせいだ。女に政権を握らせるなど。おかげで今や、死後に一人の女が、堂々と皇帝の座についておる。兄上、滅多なことを口になさるな。なんだ、ここには部外者もいるのだぞ。それともに弟よ。私を密告でもするか。たとえ部外者がいなくとも、滅多なことを口にするものではありません。母公が政権を握られてから、すでに20年近く経つのが現実です。今後も、おそらくずっと続くことでしょう。かつて我らは、四男を亡き者にし、三女を毒で狂わせた。この勅訓の座は、母公が我ら、二人のうちから選ぶものと思っていた。まったくな。それを狙って、我らは長い間、骨肉の争いを続けてきた。だが結果は予想外だ。実に滑稽だ。それで、兄上は私と和解したいということですか？和解するだけでなく、一致団結して、敵に立ち向かうのだ。敵はどこにいるのです？そんなこと言わずもがなだろう。おい、ノロマ、生きていたのか。生きていたんだな。ノロマ、俺を忘れたのか。俺だよ、俺。大胆な仙人で心得ているのか。目の前におわす方は、大張りの三度のもとだぞ。昨日は、さらに平野とより、朝廷に釈放されたのだ。よくモノロマなどと呼べたものだ。命が惜しくないのか。本当か？君が三度の元だったなんて、おまけに朝廷になったのか。この長林が、将来帝位につくような、高貴な御方と、1年も放浪していたとはな。それじゃ、将来、俺に適当な感触でも、授けてくれないか？なあ、頼むよ、お姉さん。俺は彼女を傷つけたりしてないぞ。本人がここにいるだろう。嘘だと思うなら、聞いてみろ。あの時、朝廷は意識を失われていた。貴殿が危害を加えたと勘違いしていたのだ。今や誤解は解けた。解けたなら、この縄を解いてくれ。まだ解くわけにはいかない。一つ聞きたいことがある。お前は、以前とは変わったようだな。何を聞きたいんだ？何でも答えるよ。今の私を前にして、後悔しているか？何を後悔するんだ？お前がボロクツのように捨てた小敷が、狂人が、実は高貴な皇族の血筋で、お前には手の届かぬ存在だったことだ。後悔はないのか？君の話し方、どうしてそんなに、理路整然としてるんだ。もう正気に戻ったのか。俺は君を救うためにな。殺されかけたこともあったわ。それなのに、あなたは私を、アレテラに置き去りにした。私の生死も顧みずにね。そんなことはしていない。もし母上が私を見つけ出していなければ、私は今頃、とっくに死んでいたわ。そして今、私の身分が尊いと知るや否や、恥知らずにも私に取り入ろうとして、挙句の果てに姉やかとまで呼ぶなんて、以前は私のことを、バカや、教女、と呼び、うっせろとさえ言ったくせに、一度だって姉やかと呼んだことなどなかったわ。それどころか、私を利用して、官職に就こうとするなんて、正気の沙汰とは思えないわね。わかった。認めよう。以前、君を疎ましく思っていたのは事実だ。謝るよ。すまなかった。だが、今は、こうして目の前に立っている君を見て、朝廷にまでなったと知り、心から嬉しいんだ。君が元気になってくれて、本当に良かったと思っている。また君に会えた。俺の人生において、もう、悔いはない。こんにちは。人生で一番最高な日だ。もういい。いつまで白々しい芝居を続けるつもりなの？私が正気を売っていた。あの1年の間に、あなたを弟だと勘違いしたからといって、私に取り入って、甘い汁が吸えると思わないで。言っておくわ。今のあなたの言葉は、好感を持たせるどころか、微塵も心に響かないわ。むしろヘドが出るわね。俺が芝居をしているというのか。いいだろう？好きに思えばいい。だが、これが本心かどうかは、俺自身が分かっていればいい。それから、アレテラニ君を捨てて、見捨てたわけじゃない。なら、どうして私を一人きりにしたのよ？君は怪我をしていたし、病気でもあった。薬を工面しに行かなきゃならなかったんだ。薬ですって？
物乞い一つまともにできなかったあなたが、薬を買う金をどこで手に入れたというの？いいだろう。言いたいことはそれだけだ。信じてもらえないのなら、俺にはどうすることもできない。どうしても気が済まず。俺が見捨てたと言い張るなら、俺を殺せばいい。何と言ったの？俺を殺せと言ったんだ。小勢が物乞いを一人殺すなど、アリをひねり潰すようなものだろ私があなたを殺せないとでも思っているの？う。さあ、やれよ。小帝はどうやら、この小敷をひどく案じているようだ。だからこそ、あのような怒りを見せたのだ。いっそ彼を殺してしまった方がいい。そうすれば、少なくとも、小帝の足かせにはならずに済むだろう。さあ、来い。覚えておけ。お前はこれから、帝王となる身だ。あらゆるものを手にかけねばならぬ時も来る。立場の違う者たちをな。今の俺さえ殺せぬようでは、この先、どうやって帝王として君臨するつもりだ。そうだ。まずは俺を相手に、試し切りでもしてみろ。殺せ。殺すがいい。たかが一人、共に流浪した、小じき一人。殺す勇気もないのか。それでどうして皇帝になれる？古事記の分際で、私を教え諭す資格などあるものか？説教だと？俺が説教をしていると思っているのか。お前を案じているのだ。愚か者め。俺も今、気づいたばかりだ。お前がこの世で、最も大切な人なんだと。ことここに至って、同情を買おう、などと妄想するな。騙されはしない。どのもと、賢明なご判断です。この男は、どのもとの今の身分を知り、甘い言葉を並べて、取り入ろうとしているだけに過ぎません。わからないのか。俺がお前を案じているのなら、彼女に忠誠を誓うなら、わかるはずだ。今の彼女には、大張りの重責を担う力は、まだない。兵元が健在であり、小帝が成長するには、ただ、少し時間が必要なだけだ。時間だと？問題は、果たして、どれほどの猶予があるかだ。これは、この古事記の胆力。やはり、常人の及ぶところではない。ならば、俺を殺さないというのなら、俺を側に置いてくれ。俺がお前のために道を切り開き、障害を取り除こう。お前を頂点へと押し上げ、万民に崇めさせてやる。もういい。今のこの世で、姑息な手段を浪し、物乞いをして生きるしかない身で、己の身を立てることすらできぬ者が、よくもそんな体現相互を、私を頂点に導くなどと言えたものだ。目を覚ませ。言っておくが、この世において、俺が望めば、成し遂げられぬことなどない。ならば期待させてもらおう。できるというその言葉をな。だが、手助けをするつもりはもうとうない。私の隣に来たいのなら、一歩一歩、お前自身の力で歩むしかない。わかった。そこで待っていてくれ。すぐにお前の防兵行ってみせる。すぐだ。すぐとは。いつのことだ？ 10 年か？それとも、一生か？どのもとは、慈悲深いお方だ。彼女の前で、いい格好をしたいだけなら、おめでとう。大成功だな。お前も、そう思うのか。俺がデタラメを言っていると。違うというのか。いいだろう。見ていろ。ああ、待たせてもらうよ。小帝、あの男を、いかがなさいますか？行かせなさい。のたれ死ぬも生きるも奴次第よ。信じておられないのですか？彼が、あなたのもとへたどり着くことを。たかが物乞いいが、一歩ずつ私のもとへ歩み寄るなど、可能だと思う。承知いたしました。あんた、これで何か食べな。ありがたいが、俺は物乞いじゃないんだ。金は困っている奴にやってくれ。第3トンだ。少々複雑な問題だ。お前たちには、3日間の猶予を与えた。残された時間は、もうわずかだ。祭司様に代わって、最後に、もう一度問題を繰り返す。ここにいる者たちを使って、最大の面積を囲め。俺が先にやろう。
大人、私の見立てでは、いかに計算しようとも、正方形こそが最適解です。彼ら全員で、囲んだこの面積こそが、最大の空間となります。祭司様、これで間違いありませんね。不正解だ。次は私だ。あらゆる図形の面積を、くまなく計算した結果、ある重大な事実に気づきました。図形を配置する際、角ができればできるほど、その角度が大きくなるほど、面積は逆に小さくなっていくのです。面積が小さくなるにつれ、角度はさらに広がります。しかし、円には角がありません。故に、円こそが、限られた長さの中で、最大の面積を囲める形なのです。もし信じられぬというのなら、物差しで測って比較するがよい。測るまでもない。真殿。正解だ。以前、物乞いの小僧に主役の座を奪われたが、ついに私の番が来た。まさか、この伝説の第3トンがこれほど簡単だったとはな。彼の言う通りだ。だが、正解なのは半分だけだ。こいつは、数日前のあの者、5位じゃないか。まさか彼も来ていたとは。お前は、見ての通り、ここにいるぞ。この野郎、数日消えたと思えば、いきなり邪魔しに来るとはな。半分しか合っていないとはどういう意味だ。これよりも広い面積を囲い込める形があるというのか。陳高校、この若者の言う通りだ。確かにお前の答えは半分しかあっておらん。正解にはまだ続きがあるのだ。この問いの答えは、祭司大人しかご存知ないはず。私も長いこと考え抜き、ようやく半分だけ理解できたのだ。私も同じだ。塀元から教わりました。普通なら、バカでさえなく、論理的な思考があれば、大抵は半分まで正解できる。いいだろう？見せてもらおう。お前の言う、もう半分の答えが、私の答えよりどれほど大きいのかを。お前のより、ずっと大きいぞ。飛べ、100倍、1000倍、万倍。いや、億万倍だ。数千万倍だろ？たったこれだけの人数で、私よりも大きい、1000万倍もの面積を囲めると？でたらめを言うな。祭司大人、3日前に煽ったことは、まだ有効ですか？もちろんだ。明日、私と共に参拝し、塀元には癒越するのだ。ということは、私が正解したと、認めるのですね。今の言葉を口にした時点で、答えを知っていることは自明だ。まだ答えを言ってもいないのに、最終大人。これで正解なのですか？納得できません。公平を期すために、皆の前で実演してみせよ。いいだろう。早くしろ。終わったぞ。ふざけているのか？これではただの円ではないか。向きを外側に変えただけだろう。面積は何も変わっていないぞ。彼の意図はすでに、明白だ。お前たちはまだわからんのか。わかったぞ、やはり。我々の考えがあまりに凝り固まっていたのだ。全員が全員、思考停止しているわけではなさそうだ。これは、その通りだ。お前たちは、限られた寸法で有限の範囲を囲うことしか考えていない。だが、知らないようだな。この限られた寸法でも、無限の範囲を囲い込めると。何を言っているんだ？一言も理解できん？まともに喋れないのか？説明してやろう。お前たちの思考が凝り固まっているのだ。発想を逆転させる必要がある。どう逆転させるのだ？例えばだ。俺は今、円の中にいない。むしろ、円の外にいる。つまり、お前たちは、俺を囲ったのではなく、外の世界を囲ったことになる。それでも円の中にいるではないか。それがどうして？真殿、まあ聞け。国子間全体を中心に据えれば、この円は、囲い込むことになる。国子間全体をな、大張全土を中心に据えれば、この円は、大張全土を囲い込む。宇宙の果てを中心に据えれば、宇宙は無限に広い。人が円の外に立ちさえすれば、その言われた範囲は無限大となるのだ。故に、億万倍という説も、決して誇張ではない。内に向かえば有限だが、外に向かえば無限なのだ。なるほど。そういうことか。まだ不服な者はいるか？今年一番の屈辱だ。こんな小汚い小敷に、3問とも正解されるとは。数年前までの、国子間の試験問題は、すべて C かノ類だったはずだ。近畿書画などのな。ここに年の傾向は、あまりに急変しすぎている。これでは対応できん。
我らが幼少より学んできたのは、ティミシリク芸だ。このような機械なナモンは、到底、得意ではない。結局のところ、あの小じきに引きをつかれたのだ。科挙の制度も、改革されると聞いた。まさか今後は、3年ごとの科挙の問題も、このようなだるいになるのか。さらば大張りの分がなる風情は、すべて捨て去られるというのか。それでは、恩知らずも同然ではないか。本当に科挙を改革するのか？噂は真実だったのか？この問題と恩知らずに、何の関係がある？国が書を読むのを禁じたわけでもあるまい。それはないが、だが、文才ある者こそが、誠の才人だ。才人こそが科挙を経て疾患し、民を幸福に導けるのだ。さて、我が大張は今、北縁の心情を受けている。詩を読み追句を綴るだけで、敵を退けられるとでも。あなた、従来の科挙制度では、学問に秀でているほど、官職も高くなります。しかしこれら文人たちは、融通が利かず、思考が凝り固まり、国を治める術も知らない。それどころか、官職を不自由だと感じている。役人が勝手気ままに振る舞えば、民が苦しむことになる。文才は上層を用意。自己を表現し、世界を映し出すものだ。文化を伝える重要な手段だが、文才とは個人の能力のすべてではない。ましてや、東洋の最重要基準にすべきではない。良い。実に見事な言い分だ。私には口にできなかった言葉だ。まさか、この若者に、これほどの気概があるとは。まさに怖いもの知らずだな。その一言が、天元の文人、すべてを敵に回したぞ。実にあっぱれだ。よい。何が良いものか。貴様の放ったその一言で、大張りの1000年にわたる政治に携わった者たちの献身を覆そうというのか。大張は、確かに発展を遂げている。しかし、さらなる高みを目指せるはずだ。現状に甘んじるか、それとも打破を求めるか、選ぶのはお前だ。この男、いずれ竜のごとく登るだろう。いささか言いすぎるが、敵を作りやすい。傍若無人な奴め。実に傍若無人が過ぎる。控えおろう若造が、国語官の門前で、体現総合を吐き寄って、身の程を知らぬとはこのことだ。その口を慎んだらどうだ。所詮はただの小じきだろう。なぞなぞを数問解いた程度で、調子に乗るのも大概にしろ。角本、このような輩は追い出すべきかと。100歩譲って文才が、管理当様の最善策ではないにせよ。それは認めよう。しかし核も傲慢なやからは、たとえ最地に長けていようと、管理の器ではない。若者よ。自らを顧みるがいい。皆に謝罪するのだ。私の忠告が理解できぬというなら、所詮はお前もその程度の男だ。謝れ。奴らにか？夢でも見てろ。寝言を言うな。お前。ジャク様、妻主殿に対して、そのような口の利き方は慎む。傍若無人な。そんな奴め。妻子大人の言葉にまで立てつくとは。大人、この者は、3問連続で正解したとはいえ、もし、仕官させれば、これほど傍若無人では、とんでもないことになりますぞ。若者よ。願わくは、私の意図を理解してほしい。あんたの言いたいことはわかる。だが、あんたは俺の意図がわかっていない。お前の意図だと私を噴死させるつもりか？やはり話が通じないな。残念だよ。古来より、重大な改革というものは、ゆでガエルのようであってはならない。さもなくば、もたもたしているうちに熱が冷めてしまう。重大な改革に必要なのは決意だ。私には、その決意がある。決意？あんたに？この聖子たちを前にして、あれこれと忖度し、及び誤視になっている。その決意は、どこにあるんだ？私は、違う。例の3つの難題については、これにて終了だ。皆、解散せよ。ちれ、解散だ。不遜極まるやつだ。ここが国子館だからいいものの、外であれば、ただでは済まさんぞ。高鴨のご意の分際で、へりくつを気骨と勘違いして、あのような態度で尊敬を得られると思っているのか。とんだ勘違いだ。ただの花も父ならない愚か者ではないか。強靭ね。これほどまで鋭く立ち振る舞うとは、何か目的があるようだな。彼の狙いが気になるところだ。さて、俺は、行くべきか否か。ついてこい。三大師、兵元には、家津するぞ。まずは身なりを整えろ。兵元の目を汚さぬようにな。あのうっかり者が、おそらく、すぐにまた会うことになるだろ恐れながら、小弟にお尋ねいたします。兵元のお容体は、
いつ解放に向かわれるのでしょうか？いつ政務に復帰されますか？母妃は私に、摂政として政務を託されたのだ。何か問題でも、小帝たる私に、申すのと同じである。ならば、掃除をさせていただきます。今年の戸部の帳簿によれば、昨年に比べ、7割近く減少しております。もはや財政は、単の危機にあります。根本的な原因は、期待期全体において、今年は一向に徴収できていない。わずかな税収にあります。一方の南域も、税収どころではありません。郊外の対策のために、3000万両余りを費やしました。完全な収支逆転です。国庫を立て直すには、策は、一つしかございません。いかなる策だ。それは期待期に対し、滞納した1年分の税を完納させ、さらに利息を徴収すること。南域の郊外はすでに収まりました。未納の税と救済資金を、分割で返還させることで、国庫を積ませるのです。ならぬ、北縁は、大張の国境において、虎視眈々と、進行の機を伺っておる。期待期の資金は、すべて辺境の防衛に見てられ、いつ起きるかわからぬ。大戦に備え兵糧を蓄えておるのだ。どうして税を納める？余裕などあろうか？南域は郊外が過ぎたばかり。昨年1年は、収穫が皆無であった。民がようやく一息ついたところだというのに、救済金を返還させるなど、これでは南域の民を失望させるのではないか。万が一民衆の怒りを買えば、貴殿に責任が取れるのか。二王子、そうおられますが、元官としては、承服しかねます。私も国庫のため、大張朝廷のために申しているのです。まさか、数十万の管理の俸禄や、月々の手当、民生の基盤さえ、維持できぬほど困窮していると。承服できずとも、それが現実なのだ。それに、大王子。なんだ？我が大張は古来より、東西南北、どこかで動乱が絶えません。それを口実に、納税を拒むのは、ならず者の振る舞いと何ら変わりません。貴様、何を抜かすか？もうよい。朝廷で何を騒いでおるのだ。大師、どうか公平な裁きを。大師、ご判断ください。期待期の資金はすべて辺境防衛のため、北縁が攻め寄せておる。誰が防ぐというのか？南域は郊外が過ぎたばかりで、民は途端の苦しみにあえいでおる。どこに差し出す食料などあるのだ。これでは震災の義援金も返せぬ。期待期も南域も金を出さぬとなれば、国庫はどうなるのだ。初めての調整、気分はどうだ？難しゅうございます。難しいと感じるのが正解だ。これこそが帝王の生きる道を、故に、巧みに操らねばならぬ。手中にいる文武百官を、均衡を保ち、問題を解決し、この国を治めるのだ。精一杯、精進いたします。兵元、国子関西市の長順生が拝へ、そう願っております。長順生か。奴が陳に会いたいと申したのか？間違いございません。兵元がお探しを命じられたものが見つかったとのことにございます。なんだと？母妃、竜体大大寺に。7年だ。ようやく見つかったのだ。すぐに通せ。御意。ついに見つかったか。期待を裏切らぬものであってほしい。母妃、なぜこれほどお喜びなのですか？すべてはお前のためなのだよ。私のために？母が若かりし頃、清掃に明け暮れ、あまりに心血を注ぎすぎた。それが体に触り、持病となったのだ。母妃、お前には決して、私の二の舞を演じるつもりか。それで、あのように。故に、密かに人材を探させていた。お前の右腕となれる逸材をな。だが、大張の可許制度は、あまりに旧態依然としておる。すぐには変えられぬゆえ、長順生に、極秘で命じていた。陳の条件に合うものを、お前を支えるに足る人材を探せとな。申し訳ありません。母妃、ひとえに、私の力不足ゆえに、これほどご心労をおかけして。愚かなことを申すな。私はお前の母なのだ。このために尽くすのは当然のことよ。兵元、拝謁いたします。小程度のもと、拝謁いたします。採取。麺をあげよ。例のものは、連れてきたのか？兵元、どの外にて控えさせております。まず、そのものの素性を申せ。素性は詳しく調べたのか？兵元、ご安心ください。この者の出自は卑しく、後ろ盾も一切ございません。元は北方の戦乱から逃れてきた難民の維持にございます。長年、各地を放浪しておりました。放浪だと、つまりは、古事記か。古事記だと？
小じか。だが、一切の情けはかけぬぞ。私の側へ来たいのなら、その一歩一歩を、己の足で歩まねばならない。わかったわ。私を待っていて、すぐにあなたの元へ行くから。ありえぬ。まさか。奴だというのか。我が子よ、どうしたのだ？何でもありません、母上。ただ、私も以前、外を放浪しておりましたので、古事記という言葉に、思うところがあったのです。兵本、この者は確かに古事記にございます。故に、直接の入土のは控えさせ、外で控えさせております。もし兵本が大きに召さぬなら、追い出しましょう。兵本の目を汚さぬように。少し考えさせておくれ。御意にございます。兵本。我が子よ、古事記の中に、世に並ぶもののない逸材がいると思うか？逸材であれば、たかが古事記などで甘んじておりましょうか。それは、もちろん、断言はできませんが、ただ、こう言わざるを得ません。あるいはと、最低でも貧しい絵の質程度ならと思っておったが、まさか古事記だったとはな。もし直ちに抜擢すれば、その素性が災いし、あらかじまでもが、非難を浴びることになるだろう。しかし、古事記ゆえに、門前払いにするとなれば、おそらく、かつて放浪していた、弱行きの心を傷つけてしまう。まずは会ってみるとしよう。奴は本当に、あらかじめの3つの問いに、すべて正解したのだな。相違ございません。ならば、まずは通すがよい。よい。兵本のお達しだ。入れ。草谷、兵元には、家継いたします。小帝には家継いたします。長林よ。汚れにまみれてはいるが、なかなかの背中構えをしておる。佇まいも堂々としておれば、名も立派なものだ。その名は誰がつけた？ 2 年ほど、私を育ててくれた、老人が授けてくれました。その老人は健在か？よくありません。地主の焼き鶏を盗み食いしたせいで、無残にも撃ち殺されました。そのようなことがあったとは、役所に届け出はしたのか？兵元、お考えください。食い縁を盗んだ小じが、訴えたところで意味がありますか？不敬であるぞ。兵本の問いには、ただ答えればよいのだ。あろうことかと言い返すとは、身の程を知れ。君主のお前であればこそ、反論する勇気すらないのか。国家の統治や管理の道など、少子千万。せいぜい、ただの数合わせの無能どもだ。役所仕事に明け暮れ、媚びを売るだけの腰抜けに過ぎん。貴様。長林、これほど不敬とは、陳がそなたを殺すとは思わぬのか？私は、ただの汚い小じき、恐れるものなどない。身を言えば、とっくに死にたいと思っていた。だが、その願いも叶わなかっただけだ。もし陳がそなたを管理に抜擢するとしたら、何が務まると思う？どんな色でも構いません。たとえ九本の早くであろうと、縁意はしません。そなたを見ていると、ひどく管理になりたいようだな。それはなぜだ？ある人のため、そして、自らの意地のため、管理になってこそ、私の目的に、近づけるのです。小帝よ。どう思う？長林、朝廷覇を流さぬ戦場だ。ただの古事記であるそなたが、入れ橋を招くだけだ。機会を与えよう。100万両の黄金を授ける。それで田畑や屋敷を買い、安穏とした平民の暮らしを送るがいい。良いな。平民の暮らしですか。小帝、どうすれば、信じていただけますか。100万は愚か、1000万であろうと、私の決意は、微塵も揺らぎません。そなた。母上、ご決断を。そなたの素性と、家境を経ていないことを鑑み、国子官の何代を、三門と元いた公により、異例の抜擢で官職を授ける。職位については、戸辺の同志ことに欠員がある。15品の色だ。これが今の地に、与えられる限界だ。兵元より、官職を賜ったのだ。早く社恩の礼を。感謝いたします、兵元。礼には及ばぬ。陳は、1ヶ月の猶予しか与えぬ。もし1ヶ月以内に、実績を上げられねば、見かけ倒しの役立たず、ただの無能だとみなす。陳が、自らその烏帽子を脱がせ、首をはねてくれよ。必要ありません。もし成し遂げられねば、この首、差し上げましょう。将来、彼を連れて戸部へ行き、着任の手続きを。はい、兵元。母上、何を嘆いておいでなのですか？一方で彼に能力があり、
お前の右腕となることを願い、また一方で、彼が凡庸であることを願ってしまう。なぜですか？凡庸であれば、1ヶ月の後には、朝廷から追い出し、また古事記に戻せば済む。だが、誠に類まれなる際があり、お前のために全ての障害を取り除いた後は、必ずやお前の手で、彼を殺さねばならぬ。皇庫の憂いを断つためにな。私が、お前にできぬというのなら、母が代わりにやってやろう。母上、何を凍るのです。たかが駒の一つ。私にできぬはずがありません。母は欺けぬぞ。お見通しだ。奴はお前と共に、流浪していたあの古事記だろう。違うか。まさか奴が、お前のために、ここまでやるとはな。取り入ろうとしているのか。それとも、誠にお前を思ってのことか。すぐに、判明するだろう。最終大人。最終大人。ご推薦いただき感謝いたします。私にも思惑はある。兵元は科挙制度の改革を私に任された。強力な助っ人が必要なのだ。お前の勘意も悪くはない。私を支えるには、まだ遠く及ばない。最終大人。ご安心を、すぐにお力になってみせます。その自信、頼もしい限りだ。さらなる飛躍を期待しているぞ。長林。食便店、天の間の個室です。座ってもいいか。元宮を前にして、なぜ拝礼せぬ？そんなによそよそしくするなよ。長林、一体、何がって。約束したじゃないか。君の隣に立てるようになったら、守らせてくれるって、バカね。無礼者。二度とバカと呼ぶな。殺すわよ。一体どうやってごまかしたの？超採取から推薦を得るなんて、いつまで私につきまとうき。もう放っておいて。私たちはもう、住む世界が違うというのか。お前にできぬというなら、母上が代わって成し遂げよう。俺たちは、もう住む世界が違うというのか。同じ天を仰ぎ、同じ地を踏んでいるというのに、どうして住む世界が違う、などと言えるのだ。かつては、ここで、食変店の厨房に忍び込み、残り物を盗み食いしていた、というのに、それがまさか今日、この斎場などの個室で、善を囲むとはな。何かあったのか？食べてから話そう。私の忠告を聞かぬというならば、この飯を食う必要もない。消えろ。新高校、天の間は、すでに先客がいらっしゃいます。無理にお入りになっては困ります。他の席へ移らせろ。今日はこの俺が、天の間を使うんだ。これはこの男。どこかで、見覚えがないか？ああ、確かに。どこかで見覚えがある。こいつは問題を解いた小敷じゃないか。そうだ。あいつだ。数日見ぬ間に、一丁前の身なりになりよって、めったなことを言うな。もしかすると、本当に最初に、官職を推薦されたのかもしれんぞ。まさか、あの日のあいつの、尊大な態度を見ろよ。祭司様すら、眼中にない様子だった。あんな奴が役人になれるはずがない。小敷野郎。今日は気分が良いのだ。天の間で皆に馳走しようと思ってな。そこで、お前に頼みがある。席を譲れ。だがな、隣のそこの娘は、残ってもよい。俺が一緒に馳走してやろう。それは明暗だ。新高校、彼は知り合いです。共に問題を解いた仲ですよ。いかがです？相席にされては？年とし、小敷と同じ席に着くなど、ごめん被るな。やめておこう。店を変えないか？私のために、困難を切り開くと誓ったではないか。それが、この程度のことで、音を上げるのか？おじけづいたわけではない。目立ちすぎて、お前に触るかと思っただが。兄貴。俺を殴ったな。俺の祖父が誰か知っているのか？祖父は祖父。お前はお前だ。俺は飛べ同士こと、15品の会員であるぞ。貴様らは、俺を辱めただけでなく、まだ私を追い出そうとするのか。誰に向かって口をリーでいる。なんだと、貴殿が15品の管理か。
その節穴をよく見分け、とくと見ろ。不当だ。不公平だ。ただの物乞いが、いきなり御品に昇進など、10年も苦学してきた。我ら里子にとって、嘆かわしい。この世も待つだ。なぜこんなことになるのか。増長するな。たかが15品ごとき。我が新一にとっては、ボルニタリン。ここに集いし皆様にとっても、物の数ではあるまい。貴様、誰に向かって言っている。角本と呼べ、家柄を花にかけたよ。家の師弟どもめ、一族の意向を傘に来ているが、お前ら自身はどうだ。官位の一つでもあるのか。二度と私の前で虚勢を張るな。さもなく、バタタキのメスぞ。ろくでなしどもめ。行くぞ。うせろ。長老、あのような真似はすべきでは。私の勝手だ。余計なお世話だ。官位を盾にするのは、気分がいいな。確かに、だが本日の振る舞いで、今日の良い家の半分を敵に回したぞ。怖くないのか。怖ければ初めからやらん。朝廷でもその強気を貫き通してほしいものだ。一口食べろ。食欲がない。私が食べる。粗末にするのは嫌いだ。小帝には家ついたします。麺をあげよ。小帝殿のもと、国庫の充実について、お決まりでしょうか。期待機は外敵を防いでおります。延滞利息の免除なら認めてもよい。だが、滞納した税金は納めてもらう。兄上、いかがかな？小程度のもと、ご冗談を利息の免除だけでは足りませぬ。期待機の資金は、すべて防衛に費やされており、納税に回す余裕などございません。無理に徴収すれば、おそらく、辺境の将兵が失望いたしましょう。その隙に北縁が南もとすれば、取り返しのつかぬことになります。おや、それは、どの元への脅迫ですか？ドイツだ。貴様は、何者だ。見慣れぬ顔だな。長林と申します。飛べ同士ことだ。密使内科の者は、朝廷に立ち入ることは許されぬ。15品の主事に過ぎぬ。お前が、よくも口を狭めたものだ。北王様。お気を悪くされますな。本日は、国庫の件で参りました。詳細を報告させるため、部元を連れてきたのです。以前、上層文にて、説明したはずです。元官は美観なれど、一つの道理は、心得ております。この朝廷においては、百官が意見を述べるのは、当然のことでございます。故に、口を出す権利はあります。しかし、王様はまだ、私の問いに、答えておられません。先ほど、どの元を脅しておられたのですか？めっさうもない。とにかく、金はないのだ。税を納める余裕などない。なぜ金がないのです？先ほど本王が、説明したであろうが、聞こえなかったのか。それとも耳が不自由なのか。笑わせないでください。この数百年間、北縁は絶えず紛争を仕掛けてきましたが、それが止まったことなどありません。その上、北域には、広大な牧場があり、牛羊は、群れをなし、鉱物資源も豊富です。これまでずっとぬるもっていたはずだ。なぜ、あなたが北王になってから、税が、納められなくなったのですか？私と言って何です？答えてください。北域に南方の、あのレベルの天才がありましたか？ない。だが、北縁が。また北縁を言い訳にするのですか？この北域では、第一に、造兵はしていない。第二に、重大な天才もない。なぜ、金がないのですか？それとも、その金は、あなたが着服し、別のことに使ったのでは？黙れ。でたらめを抜かすな。兵元が不在の今、この朝廷において、小程度の元が、最高権力者だ。どの元が乙女にならないのに、お前は何様のつもりだ。それに、まだ問いに答えていませんよ。金はどこだ？金は、どこへ消えた？どこからあんな小役人が、勇ましいことだ。あやつは元はただの小じだ。まさか、国子官の三問を解いての仕上がってくるとは。しかも、気を逃さず、朝廷で己を誇示して、今後、潰されることがなければ、誰も抑えられぬ存在になるだろう。まさかこう思っているのか。私が本気でお前を。兄上、焦ることはございません。朝廷がいらっしゃるのです。兄上。小帝として思うに、ちょうど野の言ったことは、まさに世が疑念を抱いていたことだ。なぜ金が消えたのか、
兵糧や徴兵のためなら、朝廷が資金を出す。帳簿に記せばよいだけのこと。だが、徴税は国の根幹である。それが養育崩れて良いはずがなかろう。しかし、この朝廷において、兄上とお呼びするのは、敬意を払ってのことだ。税金の件は、直ちに用意しよう。だが、せいぜい半分だ。それが限界だ。半分か。よかろう。残りの半分は、四月の期限をやる。堪能せよ。朝廷のご配慮、感謝いたします。この男、なかなかの作詞だ。さすが兵元直々の主事だけのことはある。まさか、本当に虎の口から牙を抜くとは。南域の件だが。どのもと、南域は災難が去ったばかりで、民はまだ、一息つく暇もございません。それなのに欠損を補わせるとは、南域は返さぬわけではなく、本当に金がないのです。何卒ご再考をお願いいたします。ニアニ上、焦らないでください。南域が困難であることは承知している。滞納している分は、猶予してもよい。兄上、先手を打っておくべきだったな。そうすれば妹に、金を要求されることもなかったのに。だが、この南域の震災扶助には、巨額の資金が投じられている。その帳簿は、余が精査する必要がある。南域の状況を把握する。助けにもなるだろう。では、この件は、主人の長林に任せよう。長林、ニアニ上を補佐して、帳簿を整理してくれるか？どの元にお答えします。謹んでお引き受けします。どの元にお答えします。謹んでお引き受けします。それは重情。二弟よ。どうやら妹は、お前を逃がすつもりはないようだぞ。どの元、それはおそらく。なんだと、ニアニ上、まさかよに知られては、困ることでもあるのですか？ございません。ただなんだというのだ。粗弱行きのこの一手には、家を疲れた、作り直す時間などないぞ。実に見事な帳簿です。精査すれば、必ずほころびが出るはず。もし露見すれば、この私とて、重罪を免れませぬ。もはや万事休すか。ニアニ上、何かおっしゃってください。南方は大災害に見舞われましたが、南大角元は、まず半分を朝廷に返済するとのこと。残りの半分は、来年の返済となります。ただ、近頃は、銀の工面のため、帳簿をまとめる暇もございません。数日お待ちいただければ、私が再び、帳簿の提出を求めます。さようか、ニアニ上。いかにも、その通りだ。よかろう。小帝たる私がそなたに、7日の猶予を与えよう。工面でき次第、飛べへ渡し、その後、長林主事に帳簿を精査させる。御意にございます。どの元。南北から半分ずつ回収できれば、我が戸部も一息つけますな。されど、財政が順宮には程遠い。依然として国綱を揺るがす危機です。小程度の元に申し上げます。奏上したいことがございます。許す。どの元、間もなく、我が大張の祭り、その日でございます。これは国池の重大ごと。つきましては、もし、南北の身の分を回収できたなら、速やかに我が霊部へお回しを。霊部は、その資金を待ちわびております。祭祀退店の準備のためにな。なんだと、この狸おやしめ、戸部の状況が、少し上向くやいとや、金を無心しに来よった。大人、落ち着いてください。まずは、様子を見ましょう。確かにその通りだな。して、今年の祭りそには、霊部はどれほどの銀が必要なのだ。どの元にお答えします。昨年は1100万万両を要しました。今年は、我が大張の財政も逼迫しておりますゆえ、霊部にて各項目を切り詰め、どうにか1000万両以内に、抑えましょう。1000万両だと、祭祀にこれほどの費用がかかるとは、この煩雑な過程を、少しでも簡略化できぬか。どの元、ご上段を祭りそは古来より、我が大張において、最重要の行事、それを惜しむなど、先祖への不敬に他なりませぬ。大張の山河を守るため、血を流し命を捧げた先人の献身をないがしろにするもの。これでは、歴代のご先祖様方がお嘆きになりますぞ。老とな、小帝としてそのような意図ではありません。ただ、今年はあまりに状況が特殊なのです。この支出は確かに行き過ぎています。もしや、兵元は、老臣がこの職権を乱用し、勝手な支出をしているとお思いで、それとも、私腹を超えやしていると、老臣は、すべての帳簿を潔白に証明できます。一文銭のなめ金に至るまで正確にです。
百貫の同僚諸子よ。この老臣を監視していただきたい。もしわずかでも、不正があれば、この命をかけて償いましょう。ローとな。それは言い過ぎでしょう。大師殿、老臣の言葉に誇張はありません。朝廷は今日、端から疑っておいでなのだ。信じられぬと。どこの馬の骨ともわからぬ。15品の子役人を、狂犬のごとく、朝廷で吠えさせている。あちらを問い詰め、こちらを問い詰めるとは、こうなった以上、まずは、私の態度をはっきりさせよう。老臣に指針があると思われぬようにな。妻子は、断行せねばならん。それが我が大張の伝統だ。伝統すら失礼ば。大張の気骨はどこへ行くのだ。大張の気骨は、どこへ消えるというのだ。これは、ロートナ。当てこすりを言っているのか。今誰を狂犬と言った？お前のことだ。文句あるか？この失礼な老いぼれが、貴様。大張の霊武将所のみでありながら、文化と礼節を司る者が、罵り合いになると、まるで、道端でわめく、老いぼれ女か、広場のやかましい中年女だ、霊武将所、という、その肩書きが泣いているぞ。貴様。何が貴様だ。さっさと隠居してふるさとへ帰れ。世間に知れ渡れば、大張の霊武将所は、実に無礼だと言いふらされるぞ。何が私だ。この救いようのない、クソじじいめ。私はただ妻子のことを話しているのだ。話をそらすでない。祭祀は必ず行わねばならん。お前もさっき言っただろう。大張は、先祖たちが血と涙で守り抜いたものだと。だが、もし先祖たちが知れば、血と涙で築いた富が、こんな贅沢で、無駄な祭祀に浪費されていると、国のために使われぬと知れば、あまりの怒りに、棺桶から飛び出してくるでしょうな。貴様何を、あなたが亡きがと、どの面も遂げて、先祖に合わせるつもりだ。私は、少々覚悟と、いけません。どうなさいました？ロ殿。小帝、ロ殿は、激高のあまり、血が頭に上り、気を失われました。者とも、ロドノをお運びして休ませよ。おいを呼べ。ロドノを診察させるのだ。安静に、早くお連れしろ。ロドノが体調を崩された以上、祭り所の儀式について、長殿はどうすべきと考える？私の考えでは、当日は、縁日を催し、歌い踊り、大いに飲み食いすべきかと。ただし、正午の刻には、正山寺で99の鐘を鳴らし、その鐘の音の間は、都の民が、皆黙祷を捧げる。それで10分です。めっさうもない。祭り疎外日同然ではないか。この二つを混同するなど。私はこう思う。鐘の音と共に黙祷するの、妙案ではないか。何より、祭り外は、厳粛な儀式だ。当日は荘厳であるべきだ。だが縁日については、小帝よ。控えた方が良いかと。大師殿、お聞きしますが、あなたが亡き後、子孫たちに、どうあってほしいですか？無論子孫たちの姿は、明るく、楽しく、幸せであってほしい。そうお考えなら、大張の先祖の方々も、同じ願いをお持ちのはず。先祖だって見たいはずです。民が安らかに暮らし、健やかに楽しむ姿を。その言葉、一理あるの。それならば、超主事の意見に同意するとしよう。お見事。縁日を催すだけなら、費用はたかが知れています。1万両もあれば10分だ。国庫が逼迫している今、我らと、でも強くさ、どうします？私も賛成だ。よし。ではそのように決定する。なんてことだ。どこからあんな狂犬が来た？朝廷で噛みつき寄って、我々が、それぞれ、1000万両差損をしたのだぞ。元は小敷だったらしいな。国子官の試験で、頭角を現し、管理に推挙されたとか。なんだと？小敷だと？小敷の分際で、朝廷に使えることになるとは、奴を殺さねばならん。兄上、いけません。我らと対立した直後に死ねば、疑いの目が向けられるのは、我々ではありませんか。何を恐れる？敵が来れば迎え撃ち、水が来れば、土を盛るのみ。しかも奴を根性化しておけば、いずれ必ず災いの種となる。身弟よ、この理屈は、お前が一番わかっているはずだ。あの時情けをかけ、第四王子だけを始末し、奴の命を救ったせいで、今日のこの苦境があるのだ。わかりました。
それでは、兄上の仰せ通りに。あの証拠じきめ、なかなかの切れ者のようだな。大王子と二王子の虎の口から、獲物を奪うどころか、我が大張りのために莫大な財を節約するとは。ただの口喧嘩に過ぎません。誠の実力とは呼べぬもの。わずか15品のみで、一品の大臣を、偶の音も出ぬほど論破した。これが能力でなくて、なんだというのだ。母上、奴を朝廷に置いておけば、朝廷を混乱させる恐れがあります。いっそ、その感触を剥奪しては、いかがでしょうか。ならぬ、奴の才覚は、まだ現れ始めたばかり。陳は楽しみにしておるのだ。元がってよい。将蘭、長林を呼んで参れ。陳が直々に会う。は、兵元。秦、長林、兵元にお目通りいたします。面を上げよう。ちょうどの、昨日の朝廷での振る舞い。実に見事であった。陳の耳にも届いておるぞ。実に感服した。兵元のご期待に、縁出ましたでしょうか。まずまずといったところだ。だが今のそなたはまだ15品。長義に列する。陳とて、弁舌を振るい、卒剣と訴訟を解き伏せ、負債を返済させた程度で、昇進させるわけにはいかぬ。さらに知恵を絞り、手柄を立ててみせよう。秦、すでに策はございます。どうかご安心ください。長林よ、一つと言いたいことがある。長らく胸に秘めていた問いだ。そなたが元は小じで、放浪の身であったことは知るが、故郷がどこであるか、未だに知らぬ。覚えておるか。もちろん、覚えておりますとも。それは、兵元と私は、同郷なのです。同郷だと。違うのですか。めったなことを申すな。私がどこのものか、差しがついているようだな。やはりお前は聡明だ。お前を欺くことはできぬか。国子間での、独創的な問題や、一月の使用期間もあって、俺もそれほどバカではありません。当然推測はつきますよ。以前は何でもこなせたのだろうな。何もできなかった私とは違う。男というのは、いつだって、妙な知識を学びたがるものです。いつかどこかで、役に立つかもしれませんから。兵元、お体は、もしや。若い頃に、清掃に明け暮れ、体を壊してしまった。だからこそ、娘には私の二の舞になってほしくない。あの子を支えてやってくれ。少しでも楽をさせてやりたい。ですが、帝王というものに楽なことなどありますか？いっそ自由気ままな姫でいさせた方が。だが、この産がは、私が苦労して気づいたもの。他人に明け渡すことなどできぬ。それに、今では、お前を見つけたではないか。やはり、兵元は、あの子を大切に思っている。なら、存分に利用させてもらいますよ。母上と何を話していたの？兵元とは同郷でして、それで少し世間話をしました。母上と同郷だなんて、一度も聞いたことがないわ。どの元、陽国の使用士が参りました。どうせ。は。目やになんてついてないぞ。どうぞ、こちらへ。本当についてないって。大張りの商邸には、家ついたします。使者に問いたい。なぜ我が大張りへ売る塩を5割も値上げしたのだ？小程度のもと、物価というものは高騰するものです。大張りの食料も、値上がりしたではありませんか。でたらめを言うな。我が国は今年、南方の災害で減産したためだ。それでも価格の変動は1割程度に止めている。それを5割も値上げするとは、あまりに理不尽だ。我が陽国も、今年は苦しいのです。何とぞ小程度の元のご寛容を、承服しかねるというのであれば、我らとしても、売るわけには参りません。貴様。占いなら、それで結構、高が塩のことでしょう。もう必要ありません。何をバカなことを。精製塩は、我が国には不可欠だ。周辺諸国で、精製塩を作れるのは陽国だけなのだ。我が国の精製塩は低くて、大張りが、我が陽国の友好国であればこそ、優先的に供給しているのです。もし大張りが疑念を抱くのであれば、ならば、他国へ売るまでだ。価格について、最高の余地はございませんか？それなら、他国へ売るがいい。お引き取りを。ああ、そうだ。それから、我が大張りの南域で、郊外が発生した。本来は、
両国の友好貿易ゆえに食料を売ってやっていたのだ。だが今は、北縁の侵攻に備えねばならぬ。ゆえに、この食料ももう売らぬ。買いたいのであれば、他国を当たるがいい。将来、客人を送り出せ。なんだと。使者殿、申し訳ない。彼はただの元領ゆえ、礼儀をわきまえておらぬ。どうかお許しを。皆がこの元領のように、無礼であったなら、大張りが礼節の国などと笑わせる。礼節の国が相手にするのは、礼節ある者のみ、貴殿のような、ねだりの輩ではない。でたらめを言うなと言っただろう。これでは、十数回の板打ちに処さねば、収まりがつかぬ。将来、連れ出して撃て。はい。待て。これを見よ。これは何だ。これほど細やかで、砂のようなものは、塩だ。その通り、洋国のものよりも、質の良い採塩です。そんなバカな、デタラメだ。見たこともない。洋国のものより、細やかな塩など。これは、ありえぬ。どうして、信じぬ。信じられん。驚いたか？これは一体どういうことだ？どの元へ申し上げます。非食の至らぬみながら、採取を作る製法を編み出したばかりでございます。今や、我が大張は、もはや他国から買い入れる必要はございませぬ。どの元、それでも私を板打ちに処されますか？そなたの言葉が真実である以上、確かに無礼とは言えぬな。板打ちか？もちろん、打つ必要はない。どの元の広大なるご恩に感謝いたします。洋国の使者殿、大張にはすでに、独自の採取がある。帰国から買う必要はない。待ってくれ。そんな殺生な、毎年買っていたではないか。なぜ急に買わぬというのだ。商売の掟に反するではないか。当初、我らが帰国と長期契約を結ぼうとした際、たったのは帰国だ。それは変に。気を見て、価格を釣り上げるつもりか？我々の間に制約などないのだから、私が破棄すると言えば、いつでも破棄できる。当然糧食も、もう売るつもりはない。どの元、塩は買わずとも構いませんが、糧食を売らないのは困ります。我が欲には、土地が狭く資源も乏しい。香料の半分は、大張に依存しているのです。糧食を売っていただけぬとなれば、洋国の民はどうすればよいのですか？売ることは、売ってやろう。だが、この値段はな、これまでの価格の、2倍だ。2倍だと。先生、ならば5倍だ。2倍なら2倍でいい。私が言っているのは、5倍だ。5倍だと。5倍。わかりました。5倍で。ではこれで、どうだ？汚れたな。いずれ必ず、採取を生成してみせる。これを料理に振りかければ、最高の香りになるぞ。食べたい。焼けたぞ。ゴミは自分で捨てろよ。酔い方は弟に。ありがとうまいか？う。美味しい。まさか、本当に祭祀を作れるなんて。これは我が大張にとって、巨額の出費を抑えることになり、大張の民たちも皆、祭祀を口にできるようになる。大張の民にと、間違いなく偉大な快挙だわ。それで私を許してくれたのか？断じて許さない。弟よ、弟よ。あなたが私を捨てたこと、一生忘れないわ。
君を見捨てたわけじゃない。あれは、本当に誤解なんだ。誤解だと言えば済むと思っているの。私を18回も置き去りにして、その度に誤解だというつもり？私は心からあなたを頼っていたのに、あなたは私を捨てることばかり考えていた。わかっているの？毎回、目が覚めてあなたがいないとき、どれほど怖かったか、どれほど心細く、不安で、苦しかったか。それを少しでも考えたことがあるの？もう二度と、君を一人にしない。一度や二度助けてくれたくらいで、許されると思わないで。そんなつもりはない。当然のことをしたまでだ。私とあなたは、君臣の間柄、君臣の別をわきまえなさい。自分の立場をわきまえることね。今の俺は、君にふさわしくないが、だが、安心してくれ。いずれ必ず。黙りなさい。お前の出世はすべて運任せだ。質の良い詩を作ったことも、単なる偶然に過ぎん。私は、お前自身は無能なのだ。私は、よかろう。だが今回は、実に大きな功績を立てた。私は懲罰に厳しい人間だ。官位を授けてやろう。見しないかなら、お前が選べ。では、レイブはいかがでしょう？なぜレイブなのだ？レイブ少主のロマサを、血を吐くほど怒らせたのだぞ。今更レイブ兵区など、死に行くようなものだ。私はどうも、生まれつきの反骨精神でして、逆らうのが性分なのです。さらなる功績を立てるには、レイブが次なる舞台です。思い出すだけで腹が立つ。数十年も官職についておきながら、あのような若造に、あろうことか、朝廷で、文武百官の面前で、血を吐かされるとは、私の面目は丸つぶれだ。少々大人。どうかお怒りをお慎めください。あの若造は狂犬も同然です。それに、たかが15品の端くれ、二度と朝廷に上がる機会などありません。もう顔を合わせることもないでしょう。あなた様に、朝に使える言動ですぞ。誰があなたの前で、あの一件を口にできましょう。たかが物乞い風情が、よくもあんな大口を叩けたものだ。何も考えずに、喋っているに違いありません。本当に忌々しい奴め。少々大人、気を沈めてください。あんな小物のために、お体を壊しては、損ですよ。この地さえなければ、奴の息の根を、皮を剥ぎ、骨を削り、筋を引いてやりたいわ。ええ。あのような輩は、我々が手を戻さずとも、他に消したい者はいくらでもいます。それも、そうだな。今や、大王子と二王子は、おそらく、私より100倍は、奴を憎んでいるはずだ。その通りです。ですから、あんな障子は忘れてください。秋の賭けも近づいております。今年の試験問題も、そろそろ検討せねばなりません。お前も考えておけ。今年の題目をな。理法の話では、今日から新任の者が、レイブ次郎として担当するそうだな。その新参者は何者だ？なおは何という？どこから抜擢されたのだ？朝廷が直々に指名された御方で、正派長だそうです。長という名です。また上からの直接の任命か。なぜいつもこうかって生根ばかりなさるのだ。このわしが拝ませてもらおう。一体いかなる御人なのかをな。失礼極まりないクソじじいめ、いるか？おい、いるのか？いるなら返事くらいしろよ。貴様か？そうだ、こいつだ。長林、少々大人、お目にかかります。貴様！我が霊部に何の用だ？さっさと失せろ。貴様の顔など見たくもない。角本を怒らせたのは、この男です。大人、落ち着いてください。もしや謝罪に来たのでは？わしに非を認めて謝りに来たというなら、今すぐこの場で、三日三晩ひれ伏すがいい。そうすれば、少しは許してやらんこともない。非を認める？何の非だ？何に謝るんだ？あんたが謝れよ。俺が何をしたって言うんだ？当然、謝りに来たわけじゃない。なら失せろ。俺も帰りたいんだが、あいにく帰れないんだ。どういう意味だ？改めて、自己紹介させてもらおう。長林と申します。朝廷よりレイブ次郎を拝命いたしました。つまり、あなたの直属の部元です。お茶の一杯も出ないのか？なんだと？聞こえなかったか？もう一度言おうか。わしはまだ耳は遠くない。貴様がレイブ次郎だと、天理に背く暴挙だ！大人、
落ち着いて。貴様のようなものが2階級半物特進を遂げるとは、15品から一気に肖像品だと、そんなバカなことがあってたまるか。よほどの国言えてきた意向でもない限り、これほどの抜擢などありえん。我が大張りが最近ついに成功させた最小の製法だが、ご存知か？当然知っている。これぞ大張りに福をもたらす快挙。臭いながら俺が成し遂げた。故に兵元は俺を直接昇進させたのさ。ありえん。そんなはずはない。でなきゃ、あんた方は、なぜ、二階級半も昇進したと思うんだ。あの最小の製法が貴様のようなものに改名されたとは、到底信じられん。まあ、ちょっとしたひらめきですよ。恐縮です、まったく。この話はもういい。本題に入ろう。空き地が近づいているが、試験問題がまだ出ていないな。少し腰を据えて話し合いませんか？例の問題なら、もう、作成済みですよ。鬼旗、目を通してみては。のけ。見てみろ。語学。数学。科学。これはなんだ？生物。でたらめばかりではないか。多種多様すぎる。我らが司教の経義はどうした？肝心の試験問題はどこだ？私の計画では、5年の歳月をかけて、これらの神学科を導入し、今の科目と置き換えるつもりです。この国庫官や官臨書院には普及に協力していただきたい。新知識と新思想の学びを、そして試験ですが、従来の順位制から総得点制へと移行します。総合点方式ならご存知でしょ？5年もかけて、科挙を改革しようというのか？さすがは大人。お目が高い。お話が早くて助かります。今年から神学科の比率を2割に、従来科目を8話とします。来年からは、神学科の比率を4割に、伝統学科を6割にします。年を追うごとに比重を入れ替え、5年間で改革を成し遂げるのです。でたらめを申すな。語学や歴史ならまだしも、物理や科学とは一体何なのだ？例えばですね、なぜリンゴは地面に落ちるのか、重さがあるからだと言うでしょう。では、その重さはどう生じるのか？それが、物理の知識です。物理を学ぶことで、世界をより深く理解し、万物の理を感じられるのです。科学について言えば、荒潮を生成して、再潮にする際、その工程には、選別、煮沸、ろ過、結晶化があります。この結晶こそが科学なのです。こうした例は、枚挙に暇がありません。私の一生をかけても挙げきれないほどです。だからこそ、皆様や天元の学者の力が必要です。共に学び、広めるために。無論、懸念は分かっています。司教の経義を廃止するわけではありません。ただ、それを語学という科目に組み込むのです。ご安心ください。数千年後も、この国語科目は、依然として非常に高い割合を占めています。こうすることで、里子たちの異なる興味や関心、そしてそれぞれの特性を生かし、我が大張りに送り出すことができる多種多様な人材よな。君に2言だけ言わせてもらおう。素晴らしい。口頭無形だ。私が礼部尚書の座にある限り、司教の経義を試験問題から外すことは許さん。そうだな。俺が悪かった。よ。分かっていたさ。あんたみたいな分からずやに、こんな話をしても無駄だった。貴様。青にサイとは、共に測るに足らんわ。貴様、角本、どうかお怒りを慎めて、角本、この科挙の改革は、天元を揺るがす騒動を巻き起こします。大張りの各所員も承知しないでしょうし、天元の文人たちも決して許さないはず。ですから、彼に成し遂げられるわけがありません。いっそ、好きにやらせておけばよいのです。いざ失敗した暁には、小帝と兵元も必ずやお怒りになります。そうなれば、彼は元の身分に落とされ、再び小敷に戻るでしょう。その時になれば、角本の鬱憤も晴れるだけでなく、この件で、奴と不毛な、争いをせずに済みます。何しろ、奴は今や時の人ですからな。一理あるな。噛みつく気か？座れ。若者が抱負を持つのは良いことだ。だが、抱負だけではどうにもならん。それを成し遂げねばならんのだ。老夫もお前を全力で支持したいが、しかし、
万節を汚すことを恐れておる。文書の上で、そなたを阻まぬこともできる。それ以外は、お前が自分で何とかするがいい。どうだ？最高だぜ、クソじじい。あともう一つ。いい本だ。行くぜ。しっかりやれよ。老夫は、お前が恥をかくのを待ってるぞ。お前たちは、私が来た駅から選び抜いた精鋭だ。3日以内に、奴を切れ、証拠は一切残すな。その上で、北駅へ戻るのだ。できるか？王の使命、必ずや果たしてみせます。よし。行け。王、霊武次郎の長林が、お目通りを願っております。なんだと？浄殿、我があばら家に、何の御用かな？粗末な家ですが、北王様、ご謙遜を、もし以前に、私の住んでいた場所をご覧になれば、お分かりいただけますよ。何が本当の粗末な家か、ということが。浄殿、ここへ来た目的は何だ？早く言え。さもなくば、お引き取り願い。王様、実は、人には言えぬ悩みがありまして。言えぬ悩みだと？ええ、そうです。どうにも言い出しにくくて。浄殿、我々は、それほど親しい仲ではない。悩みがあるからと、私に会いに来て、どうする？医者にでも見てもらうがいい。王様、誤解です。そういう話ではありません。では何だ？王様、最近どうも感じるのです。誰かに命を狙われていると。最近の私は、敵を多く作りすぎたのかもしれません。誰かが私を害そうとしている気がしてならないのです。一晩中眠れぬ日々が続いています。王様、この苦しさがお分かりいただけますか？浄殿、今の貴殿は飛ぶ鳥を落とす勢いだ。小程度の元のお気に入りでもある。誰が貴殿に手を出せる？自ら火の中に飛び込むようなもんだ。王様、私には後ろ盾などありません。お気に入りかどうかなんて無関係です。殺そうと思えば、誰でも私を殺せます。例えばですよ、もし王様が私を殺そうと思えば、そんなのを、指一本動かすだけのことでしょ？あくまで例え話です。それに、今勢いがあろうとなかろうと、私が死んでしまえば、人気など関係ありません。詩人とやり合おうとする者などいませんから。単刀直入に言え、貴殿は今回、何を探りに来たのだ？王様、また誤解を。私はただ、庇護を求めているだけです。誰かがこいつに吹き込んだか、私が殺そうとしているのを指している。奇妙だ。殺害計画を知っているのは、第二王子だけのはず。まさか第二王子が、裏でこいつと手を組み、私の計画を売ったのか。こいつを取り込むために。そしてこの風見鳥目、第二王子を信じきれず、私を試しているのか。王様、何を考えておいでで？なんでもない。ただ長殿の話は、理解に苦しみ。理解できないことなど、ありますか？私はただ。長殿、私の前で白を切るのはよせ。俺たちの剣はまだ終わっていないぞ。貴様を殺さずにいてやるだけでも、十分な慈悲だ。貴様のせいで、1000万両差の損失が出たのだ。その上で私の庇護を求めようとはな。客を追い出せ。わかりました。王や、私に生きる道を残してはくださらない。ということですね。よかろう。いいだろう。王や、失礼します。王や、後で適当な、人目のないところで奴を、始末しましょうか。バカなことを言うな。私の線は笠ゆえ、申し訳ございません。どうかご教示を。奴が我が屋敷を出たばかりで、すぐに殺されたとなれば、豚でも、私を疑うだろう。疑われるのは構わぬが、あまりにも見えすいている。それに、今のあやつは、二の王子と結託して、私を試している可能性がある。今ここで、奴に手を出せば、浪人に足元を救われかねん。なるほど。さようでございますか。では、しばらくは手出しできませんね。少なくとも、今日だけは絶対に無理だ。長殿が私を飲みに誘うとは、人を間違えているのではないか。まさか、
間違いなどございません。これまでのことは、すべて誤解なのです。私も、ただ、利用されていただけなのです。どうか南王様、お許し願いたい。そうか。許せるとでも思うか。もし、お許しいただけるなら、大家に償いをしたいのです。これからは、大家のために粉骨再審し、忠誠を尽くす所存です。貴様、私に仕えようというのか。その通りでございます。私のような後ろ盾のない者は、名君を見つけねばなりません。言うまでもなく、大家こそが、その名君です。ふむ。理由を聞かせろ。大王子が私を殺そうとしているからです。私は恐ろしいのです。それに、小帝は所詮女子、信用できません。私の見る限り、南王様こそが、誠の主君にふさわしい。兄上が手を戻そうとしているのを、なぜ知っている？兄上の企みが漏れたのか？いや、おかしい。兄上がこのような、後ろ盾のない男を殺すのに、しくじるはずがない。まさか兄上に担がれたか。私を探らせるために奴を送り込んだのか。それとも、母上のそんな言葉、誰が信じるか。ちょうどの、冗談が過ぎるぞ。私はただの真元に過ぎません。将来など、たかが知れています。どの元については、私のような小者のところでは、他を当たってください。王よ、王よ。もう一度考え直してはいただけませんか。王よ、お気をつけて。それだけのことです。ただ、それだけです。私の長兄と次兄は、非常に腹黒い作詞です。お前のその、見えすいた小細工だけで、奴らを疑心暗鬼にさせられると思うか？あの二人なら、もともと互いを信じてなどいない。そこに私が、一石を投じれば、奴らの溝は、さらに深まるというもの。そうすれば、我々に残された時間は、少しは増えるはずだ。そのわずかな時間が、十分なの？母上は、ずっと耐え忍んでこられた。私が十分に自らを守れるようになるまで待つつもりなの。でも、あんなに苦しそうに耐え続ける姿を見たくはない。現状では、もしお前の兄二人が手を組めば、我々に勝ち目はない。もう少しだけ時間をくれ。一つ策がある。すべての問題を解決できる策が。どんな方法？私が北縁の王都婚姻を結ぶこと。そうすれば大張の南北の憂いは消え、両国のわだかまりも解ける。我々と北縁の間には、もともと交易がある。政略結婚なら、最後の障壁を取り払うことができる。そうなれば、すべての矛盾と問題は、一挙に解決するわ。そして私は、北縁の後ろ盾を得て、地位も揺るぎないものになる。母上も、もう無理をする必要はない。お前が北縁の王と結婚するだと？確かに、それは一つの手だな。あなたまでそう思うの？だが、私は許さない。あんな追いさらばえた者に嫁ぐなど、野蛮な男だぞ。でも、これが運命よ。違う？そんなことはない。もし私がいなければ、それがお前の運命だったかもしれない。だが、今は私がいる。そんなことは、決してさせない。ついに始まるのか。ちょうどの。もちろんです。ちょうどの、おじけづいたのですか。怖いのだ。恐ろしいのだよ。何がです？あの連中が、外で待ち構えている。科挙改革が宣言されれば、大騒動を巻き起こすことになるぞ。とにかく、私は反対意見を押し切り、国子官として全力で支えよう。だが、他については、すべてはお前次第だ。行け。今日、我が大張朝の文人たちがほぼ全員集結した。徴用のお出ましだ。小帝ではないか。新長林小帝には、家ついたします。兄上たち、今日は見学に来ただけですので、身分に関わる必要はありません。さあ妹も、これにはかなり興味があるようだな。
今回の科挙改革が、これほど多くの大事を呼び寄せるとは。その通りだ。管理書院委員長の新加ね。楽譜元書院委員長の、張子林。そして、礼部少書のロマさん。さらには、北野市清少費用まで。それにしても、この小費用は、かつて2度も上限となったが、いずれも士官を好んでいる。南の支線や、凪清風もいるな。彼の文才と風情は、実に見事なものだ。大張の祭人の半分が、ここに集結している。今回はかなりの大勝負だな。ちょうどのが、同収集をつける紙もだ。長林と申します。皆様、文人の方々、大樹の方々、国子館が開催する、科挙改革公聴会へ、ようこそ。貴様が長林か。どなたでしょうか？私は管理書院委員長の新金だ。青に才の文在で、よくもまあ、科挙改革などは、口にできたものだ。学を収めて何年になる。水たまりにでも、自分の顔を映して、己の姿をよく見るがいい。なんだ、手を出すつもりか。ここがどこだと思っている。管理書院の委員長だったな。たかが十味品の分際で、私に向かって怒鳴るとは、目上に対する不敬であろう。私は礼部次郎。肖像品だ。私の方が、官位が上なのだ。貴様、無礼な若造め。お前は誰だ？私は、楽譜元書院委員長、張子はヤシだ。私品官だ。彼よりさらに格元か。お前も以下藩上の罪を犯す気か。私と新委員長の会員は、確かに、秘伝より低いが、我らは教育の道に、数十歳尽くしてきた。門元生は、天元に満ち、交換危険も少なくないのだ。貴様、これほど傍若無人とは、恐ろしくはないのか。恐れていれば、ここには立っていない。言っておくが、この科挙改革は、断行せねばならぬ。私はすでに得ているのだ。礼部少将、老殿の同意をな。さらには、小帝兵元の恩順も受けている。貴様らの放慢など、許されるものか。私はただ超大人に協力しているだけだ。超大人が主導して進めておられる。私には無関係だ。私に関わらせるな、この若造。大胆すぎるのではないか。誰も眼中にないようだな。本当に後先を考えていないのか。老大人が同意したなど、関係ない。たとえ小帝兵元であっても、この総費用、断じて受け入れるわけにはいかぬ。この科挙改革など、私、柳清風も認めぬ。北しひいなと南支線までもが立ち上がったぞ。そして私もだ。京城の侍校を代表して、科挙改革には反対する。数理科を学ぶなど、文系だの理系だの、司教の奥深さには、遠く及ばぬ。じゃあどうな教えなど必要ないのだ。国子館が従うのは、国子館の勝手だ。我らには無関係である。楽譜元書院を代表して、異議を唱える。我ら管理書院も承服しかねる。超大人、どうされるおつもりか。それ見ろ。無理だと言ったではないか。さあ、どう収集をつけるか見ものだな。大人、特等席で、高みの見物と行きましょう。父上、我々も指示の声を上げるべきでは。絶対にならぬ。今声を上げれば、自ら火の粉を浴びるようなものだ。我々は、生還するのが得策だ。想像していたよりも、賑やかになったな。妹よ。超大人が心配ではないか。文人どもの根性には、なかなかに凄まじいものがある。万一、超大人が彼らに、誤って撃ち殺されでもしたら、松代までの笑い種になるぞ。長林、貴様の策はその程度か。小帝兵元の御言葉に、皆が背くというのか。それはつまり、公然たる孔明だな。私の知る限り、正直に公然と背けば、打ち首に値する罪だぞ。公明ではない。到底言う受け入れられぬのだ。この道理な機改革は、大張が誇るべき。美しき伝統を捨てるなど、どうしても我らに強いるならば、御事のりに生達身を着せてやる。ならば私を殺すがいい。死など、恐れはしない。この不屈の骨を持て。世庭が決意を知らしめん。そう殿の清さ、感服いたした。ならばこの柳清風も、遅れは取らぬ。殺すなら、私を殺せ。本気で殺せないとでも思っているのか。者とも、出会え。超大人、よくお考えください。もしこの二人を殺せば、大事になりますぞ。たかが官位も泣き身で、朝廷に背くとは、決して許されぬ。何かあれば、私が責任を負う。殺せ。実に意固地な奴め。彼らを殺せば、事態は必ずや、収拾のつかぬ局面へと向かうだろう。もし、あが、天元の文人に対し、釈明を求められたら、奴を八つ先にせねば収まるまい。
さよ。この二人は、朝廷の意に公然と据えたのだ。万死に値する。何が起ころうとも、この長林がすべて引き受ける。殺せ。控えよ。小程度のもと、拝謁いたします。長林家家の改革を推し進めるよう命じたが、これがそなたのやり方か？小程度のもと、どういうおつもりで？家家は大張りの根幹だ。改革はなおさら重大な事案である。この件をそなたに任せたとはいえ、権力の乱用を許したわけではない。血生臭い暴力をもって、文人を害するなど。小程度のもと、どのもとは、奴の還元に惑わされ、欺かれているに違いありません。だからこそか、許改革に同意されたのでしょう。さようです。小程度のもと、どうかお目通しを誤らぬよう。かような小じ上がりの者に、なぜこれほどまでに出過ぎた真似をさせるのですか。さようです。これでは、我が大張りが混乱に陥ってしまうではありませんか。小程度のもと、我らの死など、惜しくはございません。ただ、死すべき場所で死にたいのです。我らの思いは、大張りに数を得る、学徒たちの意志そのもの。どうか小程度のもと、我ら文人に行動をお示しください。長林、これより先、決していかなる暴力も、文人を害するために用いることは許さぬ。天元の人々を納得させられねば、誰もそなたに従いはせぬ。小帝、秀明なり。小帝、秀明なり。殺さぬと言うなら、それでもいい。期待が入れだったな。まさかこう思っているのか。我々を殺すと言えば、屈服するとでも。我ら文人の教授は、お前の想像よりずっと固いのだ。今日この場は、文人の正な集い。貴様のような古事記は無用だ。さっさと失せろ失せろ失せろ。なぜ黙り込む？先ほど、その教授とやらが、固いと言っていたな。なぜ自分が固いか、分かっているのか。我らには溢れんばかりの才気があり、袖には、勃興が漂っている。貴様のような凡夫とは、格が違うのだ。故に我らの教授は揺るぎない。つまりは、己の才能を花にかけ、随分と偉そうなつもりか。貴様！言い訳はいい。答えろ。俺の言った通りだろう。我らの文才があるからこそ、我ら時様とでは、住む世界が違うのだ。お前たち、全員そう思っているのか。当然だ。よかろう。ならばここで勝負だ。勝負の場を設けろ。何の勝負だというのだ。つまり、この俺一人で、大張りの全文人に挑戦する。死だろうと、死だろうと、すべて受けてたと、勝ち抜き戦だろうと、乱戦だろうと構わん。すべて受けてやる。今何と言ったか聞いたか。たった一人で挑むというのか。ここにいる我ら全文人に、この古事記が、正気の沙汰ではない。これは、何という無謀を。おそらく逃げ道を作ろうとしているのでしょう。大人様、ご覧ください。あの子供のような顔つきを。怒りで理性を売ったのでしょう。実に恐れ入った。長殿の勇気だけは、賞賛に値する。役には入り込みすぎて、自分でも信じ込んだか、ここにいる誰一人として、貴様の及ぶ相手ではないわ。本気か、長林。言いたいことは済んだか？文人、学者、合わせれば君子、君子に二言はないはずだ。俺の言葉は、嘘偽りない。戦うか、戦わないか。望むところだ。受けて立つ。だが、もし負けたら、どう責任を取るつもりだ。もし俺が負ければ、科挙改革の件からは手を引こう。さらに、自ら朝廷を去り、生涯、古事記として生きよう。それはお前の言葉だな。だが、もし俺が勝てば、3期級高等の礼をしてもらう。茶を捧げ、酒を注いで、俺推しと仰ぎ、科挙の改革を助けてもらう。もはや、誰にも異議は唱えさせん。お前推しと仰ぐだと身の程を知れ。そうだ。この高校の小僧め、よくもそんな大口が叩けるな。おじけづいたか。文人の気骨はどうした？その教授はどこへ行った？お前らなど、所詮は胆力のない腐れ樹生どもだ。貴様、よかろう。我らが工夫元書院、関林書院の進化ね。私、超費用。私、柳清風。この勝負、受けた。祖父阿賀都庁学院長は、統制切手の大樹、日の打ちところもない。さらに橋肘総費用に、四川柳清風。いずれも我が大張りの分断の重鎮ではないか。それをお前ごときが、奴の度胸だけは褒めてやるよ。大前自弱としていられる勇気をな。もしや、この長殿は、文才が人並みはずれている、とでも。
ならば拝見しようじゃないか。自ら恥を晒しに来るとは、いいだろう。まとめてかかってくるか。それとも一人ずつか？私から追加を出そう。元の句を返せたなら、お前の勝ちだ。いえ。一応の古衆、二三人の風流人を乗せ、死闘語法を操り、陸奥の浅瀬、七つの湾を過ぎ、八度の揺れ、九度の衝撃を乗り越え、投げかわしきかの、10分、10分に遅すぎた。いいぞ。その程度か。よく聞け。10年の苦学。9、8の書院をめぐり、七条六欲を断ち切り、五教仕掛けを読みふけり、三度、二度と落第し、一心に旧大を願う。返したぞ。そんな、まさか。ありえん。答えを解きおった。これは、見事に対になっている。合っているようだ。火の打ち所がない。そんなはずは。おじい様、なぜ金を侮られたのですか？なぜこれほど優しい代を出されたのです？次だ。かかってこい。待て。どうした？管理員の委員長が、公衆の面前でしらばくれるつもりか。先ほどの問題は、少々優しすぎたようだ。もう一台だ。そう。次だ。次。お前だ。大丈夫ですよ、オソフ様。一度でも負ければ、奴の負けに変わりない。私が行こう。今度は、先ほどの、新委員長のように、敵を侮りはせん。私からも、追加を出すぞ。いいだろう。早く出せ。暑くてかなわん。急いでるんだ。よく聞け。煙は痴漢の柳を閉ざす。いいぞ。煙は痴漢の柳を閉ざす。超委員長、秘伝の楽譜、元書院に伝わる。100年未解決の難題を持ち出すとは。これに答えられねば、奴の負けだ。言い逃れの余地もない。その通りだ。5行の追句だ。一文字ずつが5行の属性を表し、それらが合わさって絶景を描き出している。まさに至難の境だ。茶番もここまでだな。煙は痴漢の柳を閉ざす。だったな。よく聞け。旗は、海辺の上楼を神話す。葉は、海辺の上楼を神話す。あいつ、答えてしまった。まさか、本当に追句を完成させるとは。この100年の絶対句が、ほんの一瞬のうちに解かれたというのか。これは、そんなバカなことが、奴はただの古事記だぞ。あり得るはずがない。妙なるかな。実に見事だ。これほど完璧な追句とは。なぜ思いつかなかったのだ。長殿がまた語れた。どのもと、長林にこれほどの才があったとは。運が良かっただけかもしれぬ。たまたま知っていただけだ。この句は、100年解けぬ難題。単に知っているだけで、解けるものではない。長林ね。1年間も寝食を共にしてきたのに。なぜだろう。ようやくお前を知り始めた気がする。時間を無駄にするな。次は誰だ？おやおや、長院長。さっきは私の不覚を笑っていたが、ご自分はどうだ？まさかこれほど早く答えてしまうとは。どうやらあの古事記を侮っていたようだ。ただの脳なしではないな。本腰を入れてかからねば。お前が視線と歌われる、柳清風だな。世人が勝手に呼んでいる虚名に過ぎぬ。見たところ、随分と虚勢を張っているようだな。虚という言葉は、お似合いだ。脳書きはいい。早く題を出せ。我ら文人は皆、高潔な志を持つ者。高きにいて孤独を知る者なのだ。貴様に何がわかる？視線の名を背負う私が、この名を守るために、どれほどの重圧に耐えているか。私の心が、どれほど孤独であるかを知っているの。孤独か。ならば知るがいい。私の孤独を。よかろう。互いに孤独を知る者同士。では、孤独を大にしよう。先行が一本萌えこと切るまでに読むのはどうだ？望むところだ。承知した。できたぞ。なんだと。これほど早く。そうだ。俺は仕事が早いんでな。この男、ただのうつけ者ではなさそうだ。あるいは、本当に詩が読めるのか。だが、これほど短い時間で、まともな詩が書けるはずがない。いいだろう。時間はたっぷりある。先に読むがいい。私は急がない。柳殿、足元を救われぬよう、ご注意を。作詞において私の右に出る者はいない。あの男は、ただ知恵が回るだけだ。数日前、この国子館で奇妙な難問を出したが、奴はそれを解いただけだ。追句であれば、奴の得意分野かもしれないが、詩を読むには、風情が必要だ。思想がなければ成し得ぬもの。奴にかけるのは、せいぜい元日だ。今日かとまりだろう。作詞に関しては、
柳清風は若年ながら、老いぼれの私でさえ感服する腕前だ。それは変に、彼の若き日の剣さんの賜物、翻ってちょうどのは、語るに及ばず。静かに、皆様、議論はそこまでです。まずは長殿の栄唱を聞きましょう。小帝の仰せの通り、まずは長殿が、どのような詩を読むのか、あるいは、我らを驚かせてくれるかもしれん。孤独。仙山取り飛ぶこと絶え。万慶人消滅。仙山取り飛ぶことだえ。万慶人消滅す。このいだしの肉、悪くないな。どうも嫌な予感がする。まさか、本当に名作が生まれるのでは。ありえぬ話だ。角本、落ち着かれません。これは、まだ肉ではないか。古州砂律の沖な、一人鶴さが、江の雪。長林、お前の内心が、これほどまでに孤独を、極めているというのか。古州砂律の沖な。一人、鶴佐賀への雪。これぞ先古の絶句なり。まさか。そんなバカな、お前ごときに、これほどの詩が読めるとは。君が詩を読み終えるのを待つべきか、それとも、次のものに変わるか。私の、負けだ。この長林、なかなかのものらしい。これは、天才とは何とるか。まさにこの、長林、長殿のことだ。これほどの文才があったとは、一人鶴佐賀への雪の一句が、現代の視線をも圧倒した。あっさり認めたな。さよ。お前たちは、私をただの難問を解いて成り上がったもの、ごいいと思い、マナなど、微塵もない、とあなどり、科挙制度を偉そうに語っていたな。だが、今はどうだ？この結果が、目の前の現実だ。他に何か文句はあるか？私の問題は、まだこれからだ。勝ち誇るのはまだ早いぞ。お前がシヒズの、総費用か。シャンプーみたいな名前だな。その再発子なら、聞いたことがある。出来は、まあまあだな。隣国に、熱狂的な女のファンがいるそうじゃないか。知っているなら、話は早い。ならば、お前と、死で勝負だ。いいだろう。同期層。もし私のサイワスコを、超える詩を読めたなら、即座に貴殿推しと仰ごう。そして、即習の礼を尽くす。妙案だな。即興の詩なら、万が一の正気もあるが、長殿が付け焼きは出かてたとしても、あの絶世の佳作である、サイワスコを超える詩を、この場で作るなど、全くもって望みは下。だが、100年中間、誰も解けなかったツイクや、あの詩を見れば。二弟よ、奇跡がそう何度も続くわけがない。どうした？おじけづいて、受けられぬか？驚かせよって。まさか本当に、あの小じきに弟子入りするつもりかと思ったぞ。そうなれば、我が長家の先祖を、辱めるわけにはいかない。長林、お前はもう己の実力を証明した。今更負けを認めても構わぬのだ。どの元のおっしゃる通りです。長殿、あなたは十分にやり遂げました。私もそう思う。お前は実によくやった。だが、誠にか今日改革しようというのなら、検討する余地はある。これ以上戦う気がないのであれば、敗北を認めろ。その感触を自し、おとなしくふるさとへ帰り、小じきに戻るがいい。誰が負けたと言った？誰が勝負を避けると言った？ならば作ってみせろ。先行を一本分の時間を与えよう。いいだろう。準備は整った。私が読むのは、青玉優、元優、東風は夜に花の戦気を放ち、吹き落とされて、星は雨のごとし、朴葉と蝶車が道に香りを連ね、大鳥笛の音は響き渡り、玉壺の光は巡りて、一夜魚流は舞い踊る。着飾った乙女たちの黄金の糸、笑い声とともに香りは消えゆく。人混みの中で、幾度もあの人を探し求め、ふと振り返れば、あの人はそこにいた。灯火のまばらなあの場所に。どの元、なぜ、涙を流しておられるのですか？名詞だ。実に見事なしである。それにこれは、ちょうどのが縁だこの詩は、どの元のために作られたのでしょう。長林が、あなたの思いに気づかぬわけではない。だが、私を捨てたことは許せない。母上も決して、これ以上の関係を許しはしない。すまない長林。私たちには縁があっても運命がない。今この時、
もはや言葉では、この心情を言い表せぬ。一生かけて読んできた、錦のごとき名文の数々も、すべて無意味に思えるほどだ。教師であれ、詩であれ、私は目の当たりにした。比類なき思考の極地を、これほどの才人が、立ち上がり旧兵を打破せんとしているのだ。ここにいる諸君の中で、まだ異論のある者はおるか？まだ納得いかぬ者はおるか？これはもしや、私が本当に追いさらばえたのか、この世の天が、崩れ去ろうとしている。これは夢ではないのか？夢ではない。新委員長、これをご覧なさい。なんと、我々の乾杯だ。学生、総費用、先生には異例いたします。これは私が生まれた折に、両親が授かった100家鎖です。どうかお納めください。学生、柳清風、先生には異例いたします。これは、家伝の気配です。先生に献上いたします。お気に召していただければ幸いです。有子林、先生には異例いたします。新金、先生には異例いたします。この管理員の新金、委員長の座を譲る所存です。私も譲りましょう。楽譜元書院の委員長の座を。おやおや、これは。これ、何をされるのです。めっさうもない。おやめください。いえいえ、我々は心より、あなたを主と仰ぎたいのです。その通りです。道に秀でた者がしなり、決して、お若いからといって、軽んじることはいたしません。我々も同感です。よかろう。そこまでおっしゃるなら。先生、メッサウもございません。おしまいだ。奴に人心を掌握された。いけません、先生。よし。承知した。お前たちの死になろう。だが、一つ条件がある。私に協力し、科挙制度の改革を推し進めてほしい。我が大張には、新たな血が必要なのだ。先生、ご安心ください。我ら一同、全力を尽くして、科挙改革を推進いたします。立ちなさい。感謝いたします、先生。おじいさん。あなたの、黄色い、髪が、白い。先生は実に見上げた人格者だ。過去を咎めぬばかりか、さらには。これまでの我々は、あまりに傲慢だった。まったくだ。我ら一同、良き死を得られた。詳しく、お話を、先生の壮大な計画をお聞かせください。ぜひとも。よかろまさか、思いもよらなかった。一回のもの、ご意が、これほどの才を持っていたとは、今や彼の言動、一つ一つが、天元の注目の敵なのだ。その影響力は、空前絶後と言える。今や長林推しと、仰ぎたい者が、長蛇の列をなしている。驚いたな。彼に弟子入りすることが、今や一番の流行りとは、前妹の側にこれほどの者がいるとは、我ら兄弟は、好意から遠ざかるばかりだ。なんだ？もう諦めるのか？諦めずにどうしろというのだ。それに、前妹がいなくとも、大江、あなたがいるではないか。に弟よ。やはり、私と心を一つにしてはくれぬか。無理ですよ。大江、それに分かっています。あなたが定位につこうが、前妹が定位につこうが、私にとっては、何の違いもありません。それに、期待期に精鋭を抱える大江。あなたが即位すれば、私は、この南王の座にいられなくなる。に弟よ。天元を分かち。共に治めよう。お前は南帝となり、私は北帝となるのだ。大張を二分するのだ。だが国としては一つ。いかがか？大江、本気で言っているのですか？お前が全力で助けてくれるならな。やめておきましょう。言葉だけでは信じられません。たとえ身の兄弟とはいえ、大父兄の罪を犯す危険は犯せません。全力で加勢するなど。私を信じられぬか。よかろう。今すぐ少々認める。南の地をお前に分け与えるとな。大技を成し遂げた暁には、これで枕を高くして、眠れるだろう。大江、それは真実ですか？直ちに少々用意しよう。新しいのを買わねばな。湿ってしまっている。最近は苦労をかけたな。メッサウもございません。ここには他人はいない。かしこまるな。は、
北域に30万、南域に15万、この45万の兵が二人の兄の手にあるのは実に不安なのだ。先帝がお前を牽制するために、二人に兵権を残したのだ。お前が察するのも無理はない。だから取り戻さねばならぬ。大師はどっちの立場だ？彼は参考の長であり、天元の官軍でもある。彼の立場は極めて重要だ。彼の名は出さないでくれ。予春中は先帝の息がかかった男。大張への忠義に熱いが、彼が大張を私の独断に任せるはずがないのだ。それに、読めぬのだ。奴が腹の底で何を考えているか。だが、独断が許されねば。奴らはかくよからぬ企みを抱くだけだ。弱行きの行為も危うくなる。ならば、どうすればよいと思う？状況を見つつ、一歩ずつ進みましょう。もし、奴の立場が本当に反しているのなら、俺が代わりに始末してやる。なかなかの非常さだな。よ。家は代々忠義の臣だ。鉄剣短書を授かっておる。名士に金パイもな。私が奴に手を出せば、天元の人々から非難を浴びるだろう。弱行きの立場にも影響が及ぶ。だからこそ、俺が適任なんです。その汚名は、俺が背負いましょう。母上。兵元です。母上。なぜ長林が母上の進級に？超大人を呼んで、話をしていただけだ。二人とも、慌てふためいて、何事だ？兵元にご報告いたします。北縁の大軍が、捜索を口実に、我が大張の防衛線に侵入しました。北王はどうした？北王は奮戦しましたが、5万の兵を失いました。もはや抗う術はございません。ひとまず戦火は収まりました。北縁が使者を送ってきており、両国で交渉が行われています。超大人、どうすべきだと思う？どうすべきかは、なるようになるだけです。北縁の使者よ。こちらは我が大張の小帝。粗弱行きであらせられる。お会いしたのに、なぜひざまずかぬ？笑わせるな。大張がそのような態度なら、もはや交渉の余地はない。我が北縁の精鋭が、そのまま一気に攻め入るぞ。その時、どちらがひざまずくことになるか、見ものだな。貴様。兄上、どうか落ち着いて。今や北縁の敵機軍の勢いは凄まじく、兄上も遅れを取ったばかり。ハゲするのは得策ではありません。私が負けるだと、もしどの元によって、半年分の税を強引に徴収されねば、その金で、防衛を強化できたのだ。私が負けるはずがない。朝廷から別途予算は、降りなかったのですか？それとも、北王は、どの元を恨んでおられるので？そんなことは言っていない。言いましたよ。言ってない。いいえ、言いました。超大人、兄上の凍ることも一理あります。北域は大燕の敵機、兵と対峙せねばならず、今や金の工面も迫られている。たとえ防衛に支障はなくとも、兵の士気に関わります。故に。これは小帝を一方的に攻めることはできまい。小帝も誰かの讒言を信じてしまっただけなのだから。老とな、今やちょうどのも、元生派で元に満ちている。言葉によっては、慎まれた方が身のためですよ。どうやら皆、承知しているようだな。名指ししたわけではないが、南王閣元にも伝わったようだ。ならば老骨に鞭打ち、あえて言わせてもらおう。そうだ。私が言っているのは、長殿のことだ。長林の勢力は今や絶大だ。朝廷内でも、彼を妬む者は多いはず。我らが煽り立てさえすれば、大きな効果が得られるだろう。兄上のコール通りだ。いっそ、北縁の使者の件に乗じて、長林を始末してしまおう。すでに策はある。もうよい。双方とも控えよう。本日はまだ重要な協議が残っている。私は貴殿らのいい争いを聞きに来たのではない。小帝殿だったか。現在、我ら両国は、交戦中だ。今は一時的な休戦に過ぎん。そこでだ。解決策を提示してもらおうか。それとも戦を続けるつもりか。今や我が大張の勢いは衰えている。このまま戦を続ければ、おそらく。当然戦うわけにはいかん。滅さうもない。どの元、蛮族など恐れるに足りません。ごもと命さえあれば、私が先陣を切り、奴らと獅子は出るまで戦いましょう。兄上が恐れていないのは承知しています。北縁の敵機兵を。しかし、戦力の差は歴然です。
どうか慎重にご検討を。さよ、さよ。丸妹よ。どうし松をつけるつもりだ。先ほど申し上げた件、死者殿の意向はいかがかな。北王は、実になんとも冷酷だ。自国を揺さぶるために、嘘を並べることも厭わないとは、我が北縁は確かに、侵攻するつもりだった。だが、北王の際に感服していたゆえ、攻め込まなかったのだ。攻め込む勇気がなかった。要するに、時が来れば、私が敗北を相応、その隙に、保守が朝廷から金を巻き上げる。手に入る利益は、私が父、保守がさんだ。3割など、ただ同然ではないか。もちろん受け入れるが、しかし、信じているぞ。北王には必ず何か、付帯条件があるはずだ。長林の支給を所望する。形勢が不利だぞ。長林、どうするつもりだ。大丈夫だ。俺がついている。デブコ衆、どう解決するつもりだ。簡単なことだ。そなたら、大張が賠償金を支払い得るのであればな。話し合いの余地はある。賠償だといくら払えばいい？白銀1億両だ。1両か。なら2両やろう。失せろ。1億両だ。それとか手草に100万単だ。それで手を打ってやろう。めっさうもない。ふっかけすぎだぞ。まさかこれほど要求するとは、どのもと、決して同意なさってはいけません。もし断れば、万が一、北縁が攻め込んできたら、北縁の施設よ。無体な要求は、やめてもらおう。よかろ。半額に負けてやってもいい。白銀5000万両。糧食100単だ。だが、一つだけ追加の条件がある。どんな条件だ？ある男の命が欲しい。長林という者の首を差し出せ。長林とは何の恨みもないはずだ。なぜかの命を狙う。あの男はデタラメで、民衆を惑わしておる。その噂は、我が大燕にまで、届いているのだ。我が大燕には、多くの祭人がいるが、皆、大張に渡って、奴に弟子入りしたがっている。我が王は仰せられた。その男は生かしておけぬとな。もしこの条件を飲むなら、我ら北縁は、そなたら大張と10年間の停戦協定を結ぼう。向こう10年間、大張の国境を侵さぬことを約束する。10年か。10年。我が大張が10年の休息を得られれば、その利がどれほど大きいか、言うまでもあるまい。まさか、本当に超大人を処刑するのか。これで大張が一息つけるとはいえ、猶予を得るためとはいえ、だが、これでは、横暴すぎる。我が大張が平気を罰そうであれば。超大人、申し訳ない。散々待たせておいて、結局、俺が目当てだったのか。早く言えよ。お前が長林か。てっきり化け物かなにかかと。三面六臂のな。案外、ただの凡人だな。あいにく、三面六臂ではないが、72変化なら、心得ているぞ。北王よ。さっき俺に謝ったな。北縁には、勝てぬと認めたわけか。そんなことは言っていない。ただ、奴らとの間には、まだ戦力の差がある。それは紛れもない事実だ。結局、認めたということではないか。そんなことはない。だが、貴様がどうしてもそういうのなら、私も否定はせん。北縁に勝てぬというのであれば、北王を名乗る資格などなかろう。大胆不敵な、長林。よくもそのような、大逆不道な口が聞けるものだ。私が北王にふさわしくないだと？ならば、誰にその資格があるというのだ。言うまでもなく、北縁を倒せる者こそが北王にふさわしい。私は大張の王子なのだぞ。血筋を盾にしているだけで、何一つ功績がない。ただ残し抜けではないか。それが、何の役に立つ。たとえ北縁を完全に退けられずとも、ここ数年、私はずっと、奴らを牽制し続けてきたのだ。戦場の苦労も知らぬ者が、私の尽力を無に返そうとするのか。貴様、何様のつもりだ。つまり、自ら認めたわけですね。奴らには勝てないと。天使の元においては、皆が等しく神元である。神白兎がその職責を果たせないのであれば、別の神元に帰れば済むこと。この北王殿の元が北縁を食い止められぬなら、平権を返上していただきましょう。長殿の言葉は、
まさに本省廷の考えと同じである。兄上が自ら、北縁を防げぬと認めた以上、その平権、返上してもらう。本省廷が改めて了承を選び、北域を守らせる。何の前触れもなく、実に見事な流れで、長兄の平権を没収するとは、それも理路整然と。まずいな。長兄は策を浪して、逆に墓穴を掘ってしまった。もし本当に、長兄の平権が取り上げられれば、そうなれば、私に難が及ぼう。次はいよいよ私の番かもしれん。北王土の元の御言葉は、あくまで一時的な出現かと信じます。また、こちらの長殿も、そう目くじらを立てることもあるまい。もし、北域の平権が、こうも養育北王の手を離れれば、天元の動揺を招きかねませぬ。老臣も、全く同感にございます。私メモさん同意いたします。実に面白い。大張りの連中は、つくづく興味深いな。北王といえば、大張りにおいては、泣く子も黙る豪傑なのであろう。その男を送迎帰るというのなら、我が北縁にかなう者は、もはやおらぬ。その時は我が北縁の敵兵が、高し甲羅の厚遇を直ちに攻め落としてくれよう。今は彼を援護してやらねばな。さもなくば、今回は何の絵もないどころか、骨折りそこに終わってしまう。こいつもこいつだ。まんまと一本取られおって、愚かすぎる。つまり、お前の言い分では、北王を除いて、我ら大張りには、誰一人として帰国の大燕と渡り合える者はいないと？いかにも。大張りを熟知しているとでも言うのか。それに、どうも気になるのだが、お前の言葉、彼を援護しているように聞こえるぞ。めっさうもございません。私はただ、事実を申し上げたまでです。二人とも口ぶりが全く同じではないか。否定するのか。それにだ、この外国の娼婦取りだけではない。お前たち、全員が加担しているように見える。私の勘違いだとでも言うのか。どういうことだ？長林、それほどまでに欲しいのか？私が握る平権が、もしその平権を手に入れたとして、北縁を阻むことができるのか？これ以上の大張りへの侵攻を。当然できる。当然できるとも。兵を率いて戦った経験があるのか？北縁と我が大張りとの間に横たわる。千年の難題を解決できると？私が解決できた暁には、兵符を明け渡せ。断る。日和ったか。さっきまで私をせせら笑っていたではないか。クズめ。いいだろう。約束しよう。だが、もし成し遂げられず。完遂できなかった時は、相応の対価を支払ってもらう。私の首を跳ねるなら、跳ねるがいい。少なくとも、私の首一つで賠償を半分には減らせるだろう。願ってもないことだ。よかろう。承知した。ただし、猶予は一日だ。もしできなければ、この私が自ら、貴様の首を跳ねてやる。もし成し遂げたならば、即座に平権を返上しよう。いいだろう。だが、先に兵符を差し出せ。仲介人に預けるのだ。後でしらばっくれられては困るからな。断じてそのようなことはせぬ。事前に証文を書くか、あるいは前もって、私の兵符を渡しておけというのか。兄上の懸念はわかります。私が仲介人になるつもりはありません。この朝廷において、信頼できる者を一人選びなさい。もし長林が果たせなければ、平権はそのまま兄上のものです。彼の命は、兄上が自ら取ればよい。兄上、いかがでしょうか？兄上、いっそこうしましょう。その兵符を、大師殿に預けるのだ。大師殿は百貫の長にして、ニアサに使える元老を、必ず夜行兵構成に扱ってくださるはず。長林め、私を板挟みの窮地に追い込みおって、もし私が拒めば、この件、容易には収まるまい。奴の知恵は回るが、北縁という国は、そう養育従順になるような相手ではない。これは大きな賭けだ。よかろう。そのようにせよ。これは、長林ね、軍令状と兵符は、すでに預けた。軍令を果たした暁には、兵符は、そなたの手に渡そう。だが、もし果たせぬときは、この手で、お前の首を跳ねてくれる。老骨のみとしては、字のところ賛成しかねる。このような無茶な賭けはな。だが、もはや引き返せぬ以上、私は、交渉人を引き受けるしかなかろう。小程度のもと、老臣に僭越な振る舞いをするつもりはございません。構いません。大師殿、貴殿こそ仲介人にふさわしい。感謝いたします。殿もと。行くぞ、デブ。俺についてこい。貴様、何様のつもりだ？
なぜ俺が貴様についていかねばならん。歩かないんだな。推し高校、演舞場へ連れて行け。無茶なことを、友彦は、北縁の施設なのだぞ。長林が施設をこのように扱えば、これでは我が大張と、北縁との確執を、さらに激化させるだけではないか。とにかく見に行ってみましょう。長林、貴様ら大張は、なんと無礼なのだ。国へ戻れば必ず、大王にありのままを報告してやる。大張の無礼千万な振る舞いをな。我らが燕門鉄騎を、貴様らのコートへ直進させてくれるわ。これは一体どういうことだ？いかにして北縁の施設を、縛り上げたりできるのだ？これでは騒ぎが大きくなるばかりだ。早く施設を風呂さねば。さようです。ちょうどのは、いつも秋年であられるのに、今日は一体どうされたのだ？これではいささか度が過ぎている。これが、奴の優作なのか。北縁の施設を直めるなど、これでは明らかに確執を、激化させるだけだ。さようです。小程度のもと、まずは施設を開放すべきです。ちょうどのは近頃、新たな武器を発明した。もともとは機体機へ運び、燕国と共わせるつもりであったが、だが本日、せっかく施設も居合わせていることだし、ならば、一足先に見せてやろう。武器か。あの黒ずんだ鉄の貝のことが、ありえぬ。こんな鈍重な鉄の貝を、まさか戦場に持ち出して、城壁にでもぶつけるつもりか。だが北縁は遊牧民族だ。城壁など弾からないぞ。どう使うかは、今に見ればわかる。先ほど、お前たちの北縁の鉄騎を率いて、大張の行軍に攻め寄せると言ったな。ああ、そうだ。まずは貴様から殺してやる。いいだろう。少し後になっても、その強気が保てることを願う。放て。お母ちゃん、お母ちゃん。お母ちゃん、お家に帰りたい。帰らせてくれ。雷鳴のごとく火を吹くとは、一体これは何なのだ？何という威力だ？進展法。よい。狙え。待て。早まるな。落ち着け。待ってくれ。とにかく冷静になるんだ。この武器が、我が100万の鉄騎を阻めるというのか。阻めるとも。わかった。戻ったら必ず王に、ありのまま報告しよう。じっくり報告するがいい。大張が戦えぬわけでも、戦を恐れているわけでもない。だが、戦になれば、誰の絵にもならぬからだ。さもなくば、いざ開戦となれば、この武器が腐るほど増産され、すべてがお前たちの北縁の国土に降り注ぐぞ。わかった。わかったよ。そもそも攻める気などなかったんだ。侵略しようなんて、大張の国境を越えるつもりもなかった。お前たちの王子、ソツルギだ。奴が協力しろと言ったんだ。朝廷から金をゆすり取るため、俺に一芝言うたせたんだ。取り分破産七だと約束したから。それでここへ来たんだ。何をデタラメを、私が、いつそんなことをしたというのだ。とにかく、俺は真実を言った。信じるか信じないかは、お前たち、大張の勝手だ。奴を失せさせろ。お母ちゃん、お前、お家に帰りたい。兄上。あなた方、騙されないでください。あいつは虚勢を張っているだけで、我々の中を裂こうとしているんです。仲違いかどうかはさておき、今日限りで、お前の北王の地位と、その平権は、もはや守りきれまい。私は、北王の失態だ。北域の守護に力及ばず、本日を持ってきた王の身分を剥奪し、軍王に降格とする。一月の間、都を半歩たりとも離れることは許さぬ。北域の将兵との接触も禁ずる。さもなくバム、ほんとみなす。軍王に降格だと、正気か？何の権利があって、お前は兵元ではない。何の資格があるというのだ。無礼者ち、将帝という称号が、飾りだとでも思っているのか。兵元が不在の間、彼女こそが兵元なのだ。なんだ。まさか北王は追求したいのか。先ほど使者が言ったことを。
真、仰せのまま。大師殿、億星取り感謝します。仲介役を務めていただき、これでトラフと文書を、私に渡していただけますね。大師殿。小帝よ。老骨ゆえ反応が遅れました。お許しを。二弟よ。大師殿。お二人揃ってどうされた？なるほどな。大師殿、あなたが指示していたのは彼だったのか。実に見事に聞いてくれたものだ。兄上よ。今回ばかりは本当に墓穴を掘られましたな。こともあろうに、期待気をすべて失うとは、このままでは、三妹に抗う術がなくなる。すべては、あの長林のせいだ。あやつがこれほど狡猾とは見たこともない。恐ろしい武器を持ち出して、あの北縁の死者を震え上がらせるとはな。もう手遅れだ。遅くはない。どういう意味だ？平権を返上したばかりの今、すぐさま、期待機へ向かえばよい。三妹に平権を掌握される前に、兵を挙げて造反するのだ。それは、ついにそこまでやるのか。これがお前にとって、唯一の好機だ。そして私にとっても、唯一の好機なのだ。しかし、長林が持つあの武器は、案ずるな。すでに5万の精鋭を手配し、民に化けさせて、都に潜入させてある。その時はないと、外からこうしよう。女が祭りごとを行うなど、言語道断。節羅まだしも、わしの忠告を無視してまで、強引にこの行為へ、娘に継がせようとは、もはや、決着をつける時が来たよ。わかった。すぐに出発する。長林、粗弱行きよ。北駅に戻るのを待っていろ。必ずやけんど、従来を果たして、その時は、貴様らを八つ裂きにしてくれるわ。貴様ら、何者だ？私が誰か分かっているのか？貴様を捕らえに来たものだ。長林。大王子殿の元ともあろうお法が、見逃してやろうと思っていたのだがな。ならば見逃せばよかろう。よかろう。話してやる。話したぞ。先ほど何と言った？北境に戻るだと？兵を挙げ、謀反を起こすつもりか。そんなことは言っていない。出会え。捕らえよ。長林。よくもやってくれたな。兄上がうまくやってくれることを願うばかりだ。さもなくば、我らの負けは決定的だ。兄の卒ルギと手負けたくはあるまい。それに、彼は必ず焼けん。直にキスだ。待つ必要はない。奴は天牢の中だ。すでに全てを自白したぞ。長林、どういう意味だ？奴とは誰のことだ？何の話をしているのかさっぱりわからん。奴とは誰だ？貴様の兄上のことだよ。城本を出た直後に捕らえてやったわ。少しばかり拷問を加えたら、すぐにお前たち二人のことを白状したぞ。お前は兵を排し、民に扮して帝都に潜入させた。お前たち三人は共謀して謀反を着てた。私の言った通りだろう。その件についてはな、これは兄上に強要されたことなのだ。ここに兄上の書状もある。さもなくば、私がこんなことをするはずがない。書状があるなら早く言え。長林、貴様、これほど重要な証拠を損壊するとは。こんなものは、ただのお前のご診察に過ぎん。
興味はないな。長林よ。長林。まさか、ここまで計算済みだったとはな。貴様の頭の中は、どうなっているんだ？物ども、捕らえよ。ブレイジャー。老神は二代に使える大資源炉なるぞ。天元にその名を知らぬ者などおらん。知らぬ者などな。私は中君、愛国を貫いてきたのだ。大張りを裏切る道理などあるものか。都知事、なぜここへ？父はかねて、より第二王子と通じ、大張りの政権、転覆を着てておりました。二人の間で、交わされた書状の証拠もございます。都知事、お前という奴は？申し訳ありません。父上、良い家を守るためには、お伝承人になるしかありませんでした。さもなくば、長林の手にかかれば、断権があろうとも、良い家は守れません。自分で行く。老神自らお向こう。娘よ、母上を大切にな。良い家の一族老頭、すべてお前に託したぞ。長貴美子、おめでとうございます。おめでとう。何の祝いだ？約束を果たされたこと、お祝い申し上げます。私を殺さぬというのなら、どうか、あなたの棒に置いてください。私がいかなる困難も切り開き、障害をすべて取り除きましょう。ああ。私の思想は、弟子たちが、すでに受け継いだ。私が守ってきた日向かも、もう自らの羽で飛び立つ時だ。どういう意味だ？去るつもりか？名残惜しくないのか？名残惜しいさ。だが、行かねばならぬ。長林は弱雪のために、すべての障害を取り除きました。これほど早くか。礼を言っておいてくれ。それと、殺せ。弱雪、これほど多くの者を連れて私の進級へ来るとは、何の真似だ？母上、申し訳ございません。上位を迫りに参りました。元彼。上位だと？大それたことを。弱雪、私はお前の母だぞ。本気で私を追い落とすつもりか？長林は私のために尽くしてくれました。恩を仇で返すようなことはさせません。お前のためを思ってのことだ。知っているのか？あの男の頭にある知識が、どれほど恐ろしいものかを、奴がその気になれば、お前では到底、玉座を守りきれん。生かしてはおけぬ。いいえ、承服いたしかねます。長林は私の大切な人です。彼は私のためにここにいるのです。母上の思い通りにはさせません。今や平権はすべて私の手にあります。お林軍も、母上のご流営もです。今のは母上にあるのは、押し高校と、その暗部だけです。もう何も残ってはいません。ですから、安心して私にお任せください。よろしいですね。娘も成長したというわけか。己の考えを持つようになるとは、これならば、この大張りの天元を、安心して託すことができる。玉璽と証書は、すでに用意してあった。今まで渡さなかったのは、今日という日が来るのを待っていたのだ。弱雪。これからの日々は、お前次第だ。兵元、遅くいおめでとうございます。麺をあげよ。誰か、ちょうどのを見かけなかったか？いいえ、兵元。兵元、これは、ちょうど野から兵、元への分でございます。なぜ、せっかく許してあげたのに、なぜ最後に去ってしまうの？将来、彼を連れ戻してきて、必ず連れ戻すのよ。は、兵元。バカだな。約束は果たした。ようやく型の加賀も取りたよ。だから、俺ももう行くよ。探し続けなければならない。俺の生きる意味を。お前も、体を大事にしろよ。国をしっかり頼んだぞ。案ずるな。